大変です。社長令嬢が倒れました。工場の休憩時間が明けた直後、そんな絶叫に近い叫び声が響いた。見ると、スーツ姿の女性が床に崩れ落ち、苦しげに息をするばかりだ。誰か AED はないのか？救急車はまだか？作業員たちは右往左往し、責任者は懸命に救急要請を叫ぶ。けれど、そんな彼らの様子をぼんやりと眺めていた俺は、まるで時間が止まったかのように動けずにいた。大変です。あと30分以内に処置しないと心停止の恐れがあるかもしれません。周囲の悲鳴がこだまする中、俺は決意したように奥歯を噛み締める。俺がオペをします。絶対助ける。周囲の作業員たちが一斉にこちらを振り返った。その瞳は戸惑いと疑問でいっぱいだ。何しろ、俺は普段、ただの工場作業員の姿しか見せていないのだから。この後、俺が正体を表したことにより、俺と彼女の人生が再び動き出すことになる。俺の名前は上白翔太。医療機器メーカー、桜ホールディングスの下請け工場で作業員として働いている。職場は金属加工のラインや検品の部署が混在する中規模な工場で一年中機械音が絶えない。医療機器といっても俺が担当しているのは手術器具の一部や検査装置用の微細なパーツを組み立てたり検品したりする地味な工程だ。周りからは上白は妙に器用、ミスが少ないと評価されているらしいが、正直自分では手先の器用さなど意識したことはない。ただ、ここの作業に関しては比較的慣れるのが早かった。それでも工場勤務というのは単調といえば単調で、一日中パーツのバリ取りや組み立て検査をやっていると、頭を回すよりも手を動かす方が先に来る。とはいえ、俺たちが作っているのは手術器具のパーツや検査装置の部品。病院で使われ患者さんの命を支える道具だ。今俺の手元にあるパーツの仕上げが少しでも雑だったら、手術中に不具合が起こったり、検査精度が落ちたりする可能性だってある。自分一人が担当しているのは、たかが小さな部品に過ぎないかもしれない。だけど、それが一つのミスもなく完成し、次の工程に回され、最終的には世界中の患者さんの治療に使われる。そう思うと、自然と背筋が伸びる。俺が入社してから1年半が経った頃、いつものように作業着姿でラインに立っていると、休憩室から戻ってきた同僚たちがワイワイと騒いでいた。今日社長令嬢が視察に来るらしいぞ。社長令嬢って桜ホールディングスのトップの娘さんだろ。しかも結構な美人らしいじゃん。工場内は普段から騒がしいが、この日はいつにも増して浮き足だった空気が漂っていた。俺はカチャカチャと工具をいじりながら全く関心がない風を装っていたが、心の中では少しだけ嫌な予感がしていた。その時、現場の責任者が大声で呼びかけた。おいみんな、作業止めて一旦集合だ。社長令嬢がお見えだぞ。手を止めてきちんと挨拶をしろ。まばらに作業服を着た同僚たちが集まり始める。俺も流れに従って一列に並んだ。工場の入り口から小柄な男性役員とスーツ姿の秘書らしき人が続き、その後ろを歩いてくる女性が見える。すらりと伸びた足、上質そうなスーツ、揺れる長い髪。はじめは距離があったからぼんやりとしか見えなかったが、一歩一歩俺たちに近づくにつれ、その顔立ちがはっきりとわかるようになった。息が詰まる。頭が痺れるような感覚に襲われた。まさか本当にと思った。さつき。心臓が強く打つ音が自分自身にもはっきり聞こえる。彼女の名前は新藤さつき。俺の高校時代の恋人であり、結婚を意識するほど特別な存在だった。突然の再会。俺はごくりと唾を飲む。美人だと噂になるのも当然だろう。高校生の頃から整った顔立ちをしていたが、今の彼女はあの時よりも大人っぽく、どこか冷たい光を瞳に宿しているようにも見えた。本日はお忙しい中、お集まりいただきありがとうございます。当社としては工場の実情を把握し、さらに良い品質管理を行いたいと考えております。彼女は視線を現場責任者に向けて手短に挨拶を始める。俺たち作業員に対しても一応微笑みを向けた。その瞬間、さつきと俺の目が交わった。まさか
彼女に気づかれないわけがない。あれだけ濃い時間を共に過ごした相手だ。俺は目をそらすべきか、それともここで毅然と彼女を見据えるべきか、一瞬迷った。しかし、さつきはほんの一拍、言葉を詰まらせたかと思うと、すぐに何事もなかったかのように視線を切り替え、表向きの笑みを保って挨拶を続ける。まるで他人を見ているかのような冷淡な目だった。では早速、LINE を回らせていただきます。現場の様子を拝見して、製造プロセスについていくつかお聞きしたいことがありますので。視察が始まり、俺たちは作業に戻るように指示される。周囲はどこか緊張した空気になったが、彼女の足取りはスムーズで、現場責任者が説明しても、的確に相槌を打ちながら、淡々と受け答えをしている。もしかしたら、彼女にとってはこうした視察は日常茶飯事なのかもしれない。ちらちらと周囲を見回していると、ふと視線の先にさつきが立っていた。彼女は一人で歩き回っていたらしく、案内役の姿は見当たらない。ロボットアームの動作を興味深そうに見つめながら、時々メモを取っていたが、その横で作業している俺に気づくと、一瞬だけ柔らかい表情を浮かべた。ご苦労様。こんなに暑い中での作業、大変ですね。昔と全く変わらない、どこか優しげな声。思わず、やっぱりさつきだと、胸が詰まるような感覚に襲われたが、そのぬくもりは一瞬だけだった。すぐに彼女は視線を細め、まるで寝踏みするかのように、俺を上から下まで眺める。そして、冷たい笑みに変わる。それにしても、あなた、こんなところで働いてるのね。技術職でも何でもない。ただの作業員？まるで、俺を寝踏みするかのような口調だ。高校時代、あんなに優しかったさつきの面影はかけらもない。さつき、久しぶり。まさか社長令嬢がお前だったとはな。俺がようやく言葉を絞り出すと、さつきは一瞬だけ目を伏せて小さく笑った。社長令嬢って言っても、父が最近になって社長に昇進しただけ。以前はただの役員の一人だったから、私もこんな肩書きを背負うことになるなんて思ってなかったの。あなたも知らなかったでしょ？そんなことより、久しぶりなんてよく言えるわね。彼女は小さく鼻で笑うと、鋭い視線を向けた。私、あなたを振って正解だったわ。だって見てよ。今のあなた。下請け工場の末端でしょ？それがあなたの限界だったのよ。胸の奥がズキリと痛んだ。俺が何をしようと、お前には関係ないだろ。かろうじて言葉を絞り出すと、彼女は、そうね、と冷たく言い放った。あの時別れて正解だったわ。じゃあ、仕事の邪魔になるといけないから失礼するわね。振り返ることなく立ち去るさつき。その姿を見送るしかなかった。彼女が去っても胸の痛みは収まらず、俺はただ手持ち無沙汰に工具を握りしめる。いつも通り仕事をすればいいだけなのに、集中できない自分がもどかしかった。工場の作業音がやけに大きく聞こえる中、俺は黙って手元のパーツを組み立てながら、さつきとの過去を思い出していた。あれは高校2年の夏だったと思う。さつきは校内でも知られた美人で、成績優秀。しかも、大企業の役員の娘ということもあって、男子の間では憧れの的だった。一方の俺は、特別派手でも優秀でもない。どこにでもいる普通の男子生徒。最初は、そんな彼女が俺なんかと深く関わるはずがないと思っていた。ところが、ある日の放課後、体育館裏を通りかかった時、しゃがみ込んで静かに泣いているさつきを見つけた。さつき、大丈夫か？慌てて駆け寄ると、彼女は一瞬驚いたように顔を上げ、それから慌てて涙を拭った。いつもクールで完璧に見える彼女が泣いているなんて、少し信じられなかった。ごめん、なんでもないの。ただ、模試の結果が悪くて、私、周りからすごく期待されてるのに、こんなんじゃダメだってわかってるんだけど、どうしようもなく情けなくて。消え入りそうな声で、そう漏らしたさつきの表情は、普段の堂々とした彼女とは、まるで別人のようだった。見れば、手元には模試の成績表がくしゃくしゃになったまま握りしめられている。そっか。でも、そんなに気にしなくてもいいと思うけどな。模試なんて1回や2回、悪い結果が出るのは普通だろ。完璧な人なんてどこにもいないし、さつきだって例外じゃないさ。
俺なりに素直な言葉をかけたつもりだった。すると、彼女は目を伏せて小さく肩を震わせる。私、みんなに期待の娘って見られてるから。一度でも失敗したら、きっとみんながっかりするって思うと怖くて。その涙がポタリと地面を濡らすのを見て、思わず胸が痛んだ。周りから完璧に見られる分、彼女には人知れず背負っているプレッシャーがあるのだろう。おせっかいかもしれないけれど、何かしてあげたいと思い、校舎の自販機でスポーツドリンクを買ってきて、彼女に手渡した。ほら、ちょっと飲めよ。水分補給大事だからさ。それに、無理しなくていいんじゃないか。周りがどう言おうと、頑張るのはさつき自身だろ。自分で言いながら、我ながらありきたりだと思う。でも、そんな言葉しか出てこなかった。ところが、さつきは小さく息をついてキャップを開け、ごくりと一口飲んでから、かすかに笑ってくれた。ありがとう。実は、こんな姿、誰にも見られたくなかったんだ。いつも強がってばかりだから、こんな風に泣いてるのは恥ずかしくて。彼女は困ったようにうつむきながら、恥じらいと安堵が入り混じった表情を浮かべていた。俺はそんな彼女を見て、完璧だと思われていたさつきにも、弱い部分があるのだと、初めて気づいた。いや、強がらなくていいよ。俺は全然気にしないから、誰だって失敗もするし、落ち込むこともあるんだって。そう言ってやると、彼女はほっとしたように笑みを浮かべる。どこか子供っぽい無防備な笑顔。体育館裏の隅で見たその顔が、後になってもずっと脳裏から離れなかった。強いようでいて、実は繊細な彼女。この時感じたギャップこそ、俺がさつきに惹かれた最初の瞬間だったのかもしれない。それからしばらくして、俺たちはよく自習室で顔を合わせるようになった。ある日、科学の参考書を熱心に読んでいる俺に、さつきが、ねえ、ここの問題、一緒に考えてくれない？と声をかけてきたのが始まりだ。おう、いいよ。ちょうど俺も同じ範囲で詰まってたところだし。本当？じゃあ一緒に解いてみよう。いつもはクールなさつきが、俺の隣で問題を指さしながら、ここがわからない。こういう解釈で合ってるかなと、まるで素のままの姿を晒してくれる。時々、解けたと彼女が純粋に喜ぶ顔を見ると、なんだか自分まで嬉しくなる。ある日の放課後、自習室で二人して科学の問題を広げていると、さつきがふと目線を上げて言ったんだ。ねえ、上白って成績いいじゃん。将来は何になりたいの？俺？医者になりたいんだよね。人の命を助ける仕事をしたいって昔から思ってて。そう答えると、さつきは少し目を丸くした後、照れ隠しみたいに視線をそらして小さく笑った。そっか、医者か。上白なら絶対になれると思う。実は私、将来は父の会社に入ろうかなって思ってるの。医療関係の仕事に興味があるし、もしそうなったら、ずっと一緒にいられるかな、なんて。最後の言葉はぼそっと、恥ずかしそうに口ごもりながらだったけれど、その瞬間、彼女の横顔がほんのり赤くなったのを見て、胸がドキリと高鳴った。普段はクールでしっかり者な彼女の、そんな初々しい一面に触れるたび、俺はますます惹かれていく自分に気づいていった。気づけば、放課後を共に過ごすのが当たり前になり、いつの間にか自然と恋人同士になっていた。周囲からもお似合いだよと冷やかされたり、純粋に応援されたり、とにかく当時の俺たちは将来の結婚も視野に入れるほどの仲の良さだった。ところが、大学受験、特に俺が目指す医学部の入試が近づくにつれ、妙な焦りとプレッシャーが俺にのしかかってきた。結果として、俺は大学受験に失敗し、浪人が決まってしまった。その時までは、まあ浪人は想定内だ。さつきも受験が終われば、また一緒に勉強したり励まし合ったりしよう、と、割と前向きに考えていた。だけど、さつきは俺の浪人が決まった途端、突然別れを切り出してきたんだ。浪人生が彼なんて恥ずかしすぎる。私、あなたとはやっていけない。彼女は冷え切った目でそう告げた。あなたが医者になれるかと思って付き合ってあげたの。でも浪人でしょ？こんな将来が見えない人と私は付き合えない。はっきり言って、私たちは違う世界の人間だと思うの。その時のさつきは本当に冷たい目をしていた。まるで俺を全否定するかのような。その眼差しが忘れられない。
俺は言葉を失ってしまった。話し合おうにも。もう時間ないから、帰るね。とだけ言い残して、さつきは俺の元を去った。それ以来、彼女とは連絡を取っていない。まさか再会するなんて、思いもしなかった。しかもこんな形で。上白、何ぼーっとしてんだよ。手止まってるぞ。隣で作業していた同僚の声にはっと我に返る。気づけば、コンベアで流れてきたパーツの検品が山積みになっていた。悪い、今やる。慌てて手を動かし始める。だが、心は落ち着かない。いや、今更どこを行っても始まらない。彼女はもう俺の知るさつきじゃない。社長令嬢として会社を支える人間となり、俺なんかとは縁がない。俺はここでの仕事を黙々とこなして、目立たないように生きていくんだ。そう自分に言い聞かせながら作業を再開しようとした矢先、視界の隅を横切る人影があった。ふと顔を上げると、さっきまで現場責任者の説明を受けていたはずのさつきが、一人で出口へ向かって歩いているのが見える。周囲の従業員も、ご視察ありがとうございました、と口々に声をかけてはいるが、さつきはどこか浮かない表情のまま、小さく会釈をするだけで足早に通り過ぎていく。俺も声をかける気にはなれなかった。ところが、そのまま彼女の姿が出口に消えようとした瞬間だった。誰かの短い声が聞こえたかと思うと、パタリと物が倒れるような音が響く。とっさに視線を向けると、ちょうど扉の近くで、さつきが床に膝をついて、うずくまっているのが見えた。少し離れた場所に立っていた従業員が、神道様がと叫ぶのと同時に、彼女の体はぐったりと床に崩れ落ちる。ちょっと、大丈夫か？工場の空気が一瞬にして張り詰める。俺も慌てて駆け寄ると、さつきは額に汗をびっしりかき、苦しそうに浅い呼吸を繰り返していた。どう見ても、ただの貧血という感じではない。額に手を当てると、体は熱いくらいなのに、顔色は青白く、唇さえ紫がかっている。さつき、聞こえるか？おい、しっかりしろ。返事はない。周りのスタッフたちも動揺を隠せず、誰かが、救急車呼んでくれと、大声で叫ぶと、一斉にバタバタと走り回り始めた。すみません、どいてください。彼女が息してるか確認を。焦りながらも、俺は彼女の意識レベルと脈拍を確かめようとする。気づけば、自然とそんな行動をとっていた。周りがざわざわと騒ぎ立てる中、俺はなんとか呼吸の状態を把握しようと耳を近づけ、胸の動きを確認する。脈は弱い。呼吸も浅く乱れている。まずい。急いだ方がいい。そんな考えが頭をよぎるのと同時に、外からサイレンの音が聞こえてきた。どこかの従業員がすでに救急車を呼んでいたらしい。さつきの意識は低下したまま、声をかけてもろくに反応がない。こんな状態の彼女を放っておくわけにはいかない。俺は他のスタッフと協力して彼女を担ぎ上げ、工場の外へ運び出す。救急車が到着するまでの数分間がやけに長く感じられた。彼女の顔は見る間に血の気が引いていくし、呼吸もますます弱くなる。俺の背中には嫌な汗がじっとりと滲んでいた。バタバタとしたまま、俺はさつきに付き添って救急車に乗ることになった。車内では救急隊員が手際よくバイタルを測り、必要な処置をしながら病院へ連絡を取っている。あと少しで病院に着くからな。頑張れよ。そっと彼女の手を握りながら、俺はかすれる声でそうつぶやく。自分でも驚くほど手が震えていた。搬送先の病院は工場から比較的近い場所にある総合病院だった。正面玄関に救急車が横付けされると、ストレッチャーでさつきが運び込まれていく。俺もそのまま後を追いかけ、エレベーターで救急処置室へ向かった。白衣の医師や看護師たちが駆け寄り、素早く状況を確認する。担当の当直医らしき男性が険しい表情でこちらを見た。付き添いの方ですか？どのように倒れたか詳しく教えてください。はい。突然、工場を出ようとした時に倒れて、息が荒くなって、動揺しながら説明する俺をよそに、医師や看護師たちは手際よくさつきに点滴や酸素マスクを装着し、血液検査や心電図の準備を始めている。あちこちから、医療機器の警告音やスタッフの緊迫した声が飛び交う。脈が不規則です。血圧もかなり低下してきています。そんな時、病院の廊下を駆けるようにやってきたのが、
指導と名札に書かれた意思だった。すぐに CT 室に運んで、心電図の乱れも確認しておいてください。酸素投与は継続で。あと何より、ここでは外科的対応が厳しいかもしれない。手術が必要なケースなら、専門医がいないとかなり危険だ。早めに転院も検討しないと。言葉の端々に、時間がないことが滲み出ていた。俺は胸が苦しくなるのを感じながら、なんとか勇気を出して声をかける。彼女の容体は、そんなにやばいんですか？指導はちらりと俺を見た後、冷静な口調で言った。そうですね。はっきり言って、あと何分かのうちに、適切な処置をしないと危険です。お名前は？上白翔太です。彼女とは、知り合いで、工場で一緒だったんですが、言葉がうまくつながらない。頭の中がぐちゃぐちゃだった。医師たちのやりとりから察するに、この病院にはサツキの症状に対処できる専門医がすぐにはいないらしい。転院するにも状態が不安定なままでは命の危険がある。そのタイムリミットが刻一刻と迫っている。サツキさんの病状はおそらくごく特殊なケースです。調べてみないと正確には言えませんが、消化器系か心臓周りか、あるいはもっと複合的な原因かもしれない。どちらにせよ、早急にオペの準備をしないと手遅れになる可能性が高い。だが、ここの外科は専門外で、指導が言いかけたところで、彼の視線がふと俺の方に向いた。その瞬間、まるで何かを思い出したように目を見開く。そして、ゆっくりと口を開いた。上白翔太、まさか、あなたが。一泊。俺は何か嫌な予感がして、思わず指導の視線から目をそらしかける。だが、指導は一歩近づいてきて、まるで俺の顔をまじまじと観察するように見つめた。もしかして、あなたが噂に聞いた海外で天才外科医として活躍していた上白医師。いや、上白先生じゃないですか？数年前、アメリカの医学雑誌で何度も名前を見かけました。写真で見た気がする。周囲の看護師たちも指導の発言に驚いたように顔を見合わせる。俺は心臓がギュッと締め付けられるのを感じた。そんな、俺はただの工場作業員です。あなたは人違いをしてるんじゃ。いいえ、間違いありません。いや、正直ずっと噂でしたから、実在するのか半信半疑だった。でも、その顔は確かに、上白翔太医師。海外で何度も難病のオペを成功させた天才外科医と呼ばれていたのはあなたですよね。指導の声は真剣だった。俺が何かを否定しようとしても、その視線は揺るがない。周りのスタッフも、嘘でしょ？すごい経歴ってこと？とざわつき始める。俺は痛いほどの心拍を覚えながら、目の前に横たわるサツキの顔を見た。息は相変わらず弱々しい。放っておけるわけがない。サツキを助けたいという思いはある。でも、もう医者なんか辞めたはずの俺が、今更勝手にメスを握っていいのか。指導は苦悶の表情を浮かべたまま、視線を俺に戻した。上白先生、あなたがいれば、ここで対応できる可能性があります。どうか力を貸してくれませんか？確か、日本でも医師免許を持っていましたよね。その一言で、胸の奥に押し込めていたものが、一気に溢れ出すのを感じた。助けたい。その思いが、すべての迷いを打ち消した。わかりました。俺がやります。決意の言葉が口をついて出る。指導はほっとしたような表情を見せ、すぐにスタッフに向かって声を張り上げた。手術室を準備して、上白先生が執刀する。スタッフたちが一斉に動き出し、緊急オペの体制が整えられていく。モニターや機材が次々と手術室へ運び込まれ、看護師たちは小走りで必要な器具を揃えている。俺は渡されたスクラブに袖を通す。いつも工場の作業服だった腕が久しぶりにオペ着へと姿を変える瞬間。胸が苦しくなるほど強く脈打つ心臓を抑えながら、看護師の差し出したマスクを受け取った。先生、急いでください。検査結果によれば、患者の血圧はこれ以上下がると、心停止の危険があります。30分も持たないかもしれません。看護師の声は震えていた。廊下に並ぶ医療スタッフも不安げな表情を浮かべ、救急モニターからは刻一刻と弱まっていくアラーム音が聞こえる。視線の先では酸素マスク越しにかすかな呼吸を繰り返すサツキが運ばれていくところだった。大丈夫。10分あれば十分だ。自然と口をついた言葉に周囲のスタッフがはっとこちらを振り返る。迷いは許されない。一刻を争うこの状況で
ためらっている時間などないのだ。すぐに手術を始める。全員準備を急いでくれ。覚悟を決めた刹那、苦手意識さえもかき消されるほどの集中力が自分の中に戻ってくるのを感じた。ドアの向こうから聞こえてくる機械の音に耳を澄ませながら、俺はわずか10分で最善を尽くす。そう心に誓い、手術室へ足を踏み入れた。それから数十分後、彼女のオペは無事成功した。医師や看護師の連携がスムーズだったのも大きいが、何より、さつきの体がギリギリの状態にも耐えてくれたことに救われた。最初は絶望的かとも思われた容体だったが、どうにか急場をしのぐことに成功する。上白先生、本当にお見事です。顔に汗をにじませながら、指導が安堵の表情でそう言ってくれる。俺は、先生と呼ばれることにまだ違和感があったが、それでも命をつなぎ止めることができた事実に胸をなで下ろす。ただ、オペが終わり、術後の観察に入った段階で、さらに詳しい検査をした結果、さつきの体には相当厄介な病が進行していることが判明した。もともと何らかの持病があったらしく、今回の発作はその症状が急激に悪化したことによるものだという。さつきがはっきり意識を取り戻したのは、オペの翌日の昼過ぎだった。カーテン越しの光が病室に柔らかく差し込んでいる。俺は病室の椅子で軽く仮眠をとっていたのだが、ベッド脇の物音に気づいて目を覚ました。あれ？ここ、病院？まだ少しぼんやりしている様子のさつきが、ゆっくりとベッドに身を起こしながら、あたりを見回す。点滴スタンドやバイタルモニター、そして、包帯やら色々と貼られた自分の腕を見て、戸惑った表情を浮かべている。気がついたか？俺がそう声をかけると、さつきは驚いたように目を丸くして、ベッドの上であたりを見回した。点滴やバイタルモニターが並ぶ病室。そして、俺が白衣姿で立っている。彼女は少し戸惑いながら、眉を潜める。ここ、病院？あれ、どうして私、夢？いや、夢じゃない。お前工場で倒れたんだよ。ここに運ばれて、スタッフさんたちと一緒に治療した。今はもう大丈夫。命に別状はない。そう伝えると、さつきはほっとしたような、まだ信じられないような表情のまま、ちらりと俺の服装に視線をやった。それ、医者の格好よね。まさか、翔太、医者になっていたの？まあ、いろいろあってな。実際には医療現場を離れてたんだけど、今回は放っておけなかった。だからメスを握ったんだ。そっか、翔太が私を助けてくれたんだね。さつきはベッドのシーツをぎゅっと握りしめたまま小さく息を吐く。声にはまだ不安が混じっているようだけれど、どこか安堵も感じられた。俺はベッドの脇に腰を下ろし、彼女の顔をまっすぐ見つめる。大したことはしてないさ。正直、スタッフのみんながいなかったらどうにもならなかった。とりあえず今こうして話せるようになってよかったよ。そう言うと、さつきは小さく微笑む。しかし、どこかまだ落ち着かない様子で、ちらりとあたりを見回した。工場で働いてるって聞いてたから、まさか医者だなんて、いろいろと事情があるんだろうけど、どうして何も教えてくれなかったの？彼女の問いかけに、俺は少し言葉に詰まる。それは、長い話になるからまた後で。今はまず体を休めてくれ。言い終わるか否か、病室のドアがスッと開いた。軽快な足取りで入ってきたのは、指導先生。さつきの担当医でもある。あ、さつき、目が覚めたんだな。体調はどう？指導は柔らかな笑みを浮かべて、彼女のそばへ近づく。その表情や声色からは、医師としての冷静さだけではない。親しみのようなものが伝わってくる。さつきも少し照れくさそうに、瞬きをしてから、軽くうなずいた。まだ少しぼんやりしてるけど、さっきよりはだいぶ楽。さつきがそう言うと、ベッド脇に立っていた指導は、安堵したように微笑んでみせる。そっか、よかった。君が倒れたと聞いて正直、冷や汗かいたよ。検査の結果から見ても、しばらくは安静が一番だ。無理はしないようにね。指導が自然な動作で、さつきの手に触れながら言葉をかける様子から、二人の距離感が伺える。医者が患者を気遣う以上の親しみがそこにあった。俺は横で、その様子を見守りながら、何とも言えない胸のざわつきを覚える。すると、指導がちらりとこちらを見やり、
少し照れくさそうな苦笑いを浮かべた。いやまさか上白先生のオペを間近で見られるとは思いませんでした。さつきはラッキーだったよ。おかげで大事には至らなくて済んだ。早く元気になってもらわなきゃ困るからね。ほら、約束していたあのカフェ、まだ行けてないだろ。指導が軽快に言うと、さつきはどこか申し訳なさそうな表情を浮かべながら、小さく、そうだね。と答える。彼は、そんなさつきの手をそっと握り、微笑みを向けたまま、ちらりとこちらを振り返った。ああ、すみません。上白先生、実は僕たち付き合っていて。指導が言葉を続けようとした瞬間、俺は何とも言えない、胸のざわつきを感じた。そうか、そういうことか。二人の距離感がただの医者と患者じゃないと思っていたが、俺はとっさに、じゃあそろそろ俺は、と席を立った。上白先生、今日は本当にありがとうございました。と頭を下げる指導。さつきも視線をこちらへ向け、遠慮がちに唇を動かす。また会える？一瞬、何か言おうと口を開いたようだが、さつきはこぼれそうになる言葉を無理やり飲み込んだようにも見えた。いや、工場のこととか、いろいろ聞きたいし。と、視線をさまよわせる。もちろん。さつきが小さくうなずき、俺も控えめに微笑みを返そうとした。その時だった。隣で頭を下げたままの指導が、不意に顔を上げて口を開く。二人は、もともと知り合いだったんですか？どうやら、さつきの口調が、ただの社長令嬢と工場作業員という距離感ではないことに、指導は気づいたらしい。昔同じ高校だったんです。ちょっとした知り合いというか、まあ、そんなところで。そう言うと、指導はゆるく目を丸くしてから、納得したように笑顔を見せた。なるほど、そうなんですね。失礼しました。彼は申し訳なさそうに頭を下げる。その横で、さつきは言葉を飲み込んだまま、シーツをぎゅっと握りしめている。じゃあ、とりあえずゆっくり休んで、そう言い残して、病室を後にする。扉が閉まる寸前、さつきが、こちらをちらりと見つめていたような気がしたが、俺はそのまま振り返らなかった。翌朝、いつものように工場の門をくぐった瞬間、その場の空気が昨日までとはガラリと変わっていることに気づいた。普段なら、流れ作業に没頭しているはずの作業員たちが、まるで俺を待ち構えていたかのように、一斉に視線を向けてくる。おはよう。ってなんだよ。朝からやけに注目されてる気が。戸惑いながら挨拶を返すと、同僚の一人が満面の笑みを浮かべながら寄ってきた。お前、本当に医者だったのかよ。昨日の緊急手術の話、みんなに広まってるぞ。救急車で運ばれる社長令嬢を神の手で助けたって噂だ。神の手って、オーバーだって、運が良かっただけだよ。俺はもともと医者じゃなくて。いや、医者だったけど、今はただの作業員だし、昨日、一刻を争う状況の中で、さつきを救いたい一心でメスを握った。それは、揺るぎない事実だが、だからといって、過去を清算できたわけでもない。複雑な思いを胸に抱えつつ、一応苦笑いでごまかしていると、ラ院長が大声で呼んだ。おい、上白、来客だぞ。事務所に通してるから早く行ってやれ。来客、俺に？誰だろうと思いつつ、言われた通りに事務所のドアを開けると、中にいたのは、白衣を脱いで私服姿になった指導だった。ドアを開けるや否や、指導は椅子からスッと立ち上がり、少し緊張した面持ちのまま、軽く会釈をした。工場の事務所で見る彼は、白衣姿とは違って、ややカジュアルなシャツとスラックスという装いだが、丁寧な雰囲気は変わらない。上白先生、こんにちは。昨日以来ですね。突然お邪魔して申し訳ありませんが、どうしても先生とお話ししたいことがありまして。指導が言葉を継ぐ間もなく、俺は戸惑い半分で問いかける。指導先生、まさかさつきの容体に何か変化が、まさかまた急変でもあったのか。昨日の手術が終わったばかりだというのに、そんな不安が頭をよぎる。だが、指導は小さく首を振って、いいえ、今のところは落ち着いています、と答えた。ご安心ください。さつきの容体は現時点で安定しています。ただ、それが、一時的なものでしかない可能性が高いんです。先生もご存知の通り、さつきは重い病を抱えています。彼女の病状は進行が早く、
今のままでは半年も持たないかもしれません。半年、そんなに厳しいのか。昨日までの奇跡のような緊急オペで命をつなぎ止められたはずが、その先はなおも茨の道だ。指導がわざわざここまで足を運んだのは、つまり根治のための方法を探しているということなのだろう。ええ、キューバしのぎの手術は成功しましたが、今後はきちんとした設備で、しかも高い技術を持った外科医が根本的なオペをしない限り、彼女の命を長くは維持できない。今回の病気は非常に複雑で、国内でも扱える医師は限られているのが現状です。指導は視線を落とし、苦々しげに唇を噛む。それで、先生にご相談があります。上白先生、どうか再度、オペを執刀してはいただけませんか。静かな事務所の中で、その一言がやけに大きく響いた。俺は言葉を失い、指導を見つめたまま固まってしまう。俺はもう医者じゃない。昨日のオペも、あれはどうしても放っておけなかったから。だけど、今更本格的にメスを握るなんて、声がかすれる。アメリカ時代のトラウマが一瞬で胸を蝕む。指導は申し訳なさそうに視線を落としながら、苦い表情を浮かべる。実は、先生が医療を離れた理由について、大体の経緯もわかりました。先生がかつて担当されたオペのうち、あるケースだけ、唯一の大失敗があったと。それが、サツキと同じ病気の手術だった、と。俺の胸が強く締め付けられる。息が詰まるような感覚だ。今まで伏せてきた過去を、指導が、そしてサツキが、どの程度知っているのかはわからないが、こうして言及されるだけで、痛みが蘇る。あのオペは俺にとって、すべての挫折の始まりだった。その病気は、チェリーブロッサム症候群と言います。国内の症例はごくわずかで、世界的にも手術の難度が非常に高い希少疾患です。遺伝的要因や生活環境の複合で、心臓や消化器、さらに血管や肝臓まで影響が広がる危険性があります。ゆっくりと進行しながら、ある日突然、致命的な発作を引き起こすことも少なくない。まさにサツキのような形で、先生がアメリカのメディカルセンターに在籍されていた頃、チェリーブロッサム症候群に対して最先端の外科的アプローチを行い、数多くの患者を救ったことは調べていて分かりました。ですが、ただ一度、オペが失敗に終わったケースがあった。指導は一瞬言葉を切り、申し訳なさそうに眉を潜める。その患者さんは当時、余命わずかと言われていて、先生は最後の希望として、懸命に手術に挑まれた。にもかかわらず、結果的には救えなかったという。論文やレポートを見ても、その事例に触れる記述だけは極端に少ないんです。多分当事者である先生しか、当時の詳しい事情はわからないでしょう。ですが、その一度の失敗がどれほど先生の心を砕いたのか、想像に難くありません。再び、当時の光景が頭をかすめる。オペ室の無機質な明かり、モニターのアラート音、そして、患者の息が永遠に途絶えた瞬間。あの時の絶望が、俺の背を冷たく、伝え落ちる汗となって蘇る。思わず拳を固く握りしめるが、指導の表情を見た瞬間、悲しさとも、切なさともつかない複雑な気持ちが押し寄せた。指導の言葉を聞きながら、俺は息を飲む。まさかここまで深く、俺の過去を調べ上げていたとは想像していなかった。封じ込めたはずの記憶と思いが、彼の言葉によって容赦なく掘り起こされる。よく調べたな。正直、それについては誰にも話すつもりはなかったんだが、俺が低い声で吐き出すと、指導は申し訳なさそうに目を伏せた。それでも、続く彼の問いは遠慮がなかった。あれは、先生の慢心だった。そうおっしゃいますが、では、だからサツキのオペはできないという結論なのでしょうか。先生は、チェリーブロッサム症候群に必要なほど挑まれていたじゃないですか。その理由は、サツキさんのためだったのですよね。そこまで言い切る指導に、俺は思わず言葉を詰まらせる。どうしてそれを？私も、ずっと彼女の病気を治したいと思っていました。結果として、サツキと親密になったのも、病の進行を止めてあげたいという気持ちが大きかったからです。いろいろと調べるうちに、海外でチェリーブロッサム症候群に多くの実績を上げた外科医の存在を知りました。そして、二人は同級生だった。先生がチェリーブロッサム症候群の手術を研究、
嫉妬をし続けたのは、さつきを救うためだったのではないか、と思うのは自然でしょう。指導の言葉に、俺は小さく唇を噛んだ。もう否定する理由はない。あれほど執拗に研究していたのは、事実だ。全部、さつきを救いたかったから。そうだ。俺は最初からあいつの病気を知っていた。高校生の頃、さつきの家に招かれた時、偶然あるファイルを見つけてしまったんだ。そこには、彼女が幼い頃から通院している病院名と検査結果が記されていて、最初は軽い体調不良の記録だと思っていたけど、読み進めるうちに、その体調不良が尋常じゃないと気づいた。チェリーブロッサム症候群。日本でもほとんど症例がない。極めて希少な難病。下手をすれば命に関わる。だけど、さつきは普段全くそんな素振りを見せない。俺は、彼女の内に秘められた不安を想像しただけで、胸が痛んだ。とはいえ、直接病気なんだろうなんて聞くのもはばかられたし、何より、いつも完璧な彼女を乱暴に傷つけてしまうんじゃないかと思った。だから、俺は知らないふりをしたんだ。代わりに、医療の道を本気で目指そうと思った。漠然と医者になりたいという気持ちはあったが、その時確信したんだよ。さつきの力になりたい。いつか、万が一あいつの病気が進行した時、俺なら治してやれるかもしれないって。徹底的に、チェリーブロッサム症候群の文献を漁って、可能な限り専門家の講義を受けて、大学でもさらに留学して最先端の研究と臨床に打ち込んだ。うまくいっていたんだよ。いくつもオペを成功させて、救えた患者も少なくはなかった。だけど、そこまで口にして、思い出したくない映像が脳裏をよぎる。俺は悔しさからか、拳を固く握りしめた。結局、あの一度の失敗で、俺は自分の慢心を思い知らされた。どんなに実績を積んでも、どれだけ自信があっても、神様みたいに絶対はない。俺は自分の力を過信していたんだ。救えると思っていた。だけど、患者さんは帰ってこなかった。彼女と同じ病気の人を、俺は救えなかったんだ。だから、もう二度と挑まないって決めたんだ。いくら天才外科医なんて言われたって、あの絶望を思い出すと、どうしてもメスを握る手が震えてしまう。あの時守れなかった命が重くのしかかる。もしあの失敗がなかったら、もし俺がもう少し自分自身と技術を冷静に見ていられたら、さつきを救うために迷わずメスを握っていたのかもしれない。そうつぶやいてぐっと奥歯を噛む。指導は黙って聞き入っていたが、俺の話が一段落すると、そっとまぶたを閉じて大きく息を吐いた。上白先生がどうして医療を捨てて日本に戻って来られたのか、今ならはっきり理解できました。そして、その動機が、さつきへの思いに端を発していたことも。指導は一歩こちらに近づいて、静かながら力強い声で言い放つ。先生は、あの失敗が慢心だったと言いましたね。そしてそれを糧に、もう一度奮い立つこともできるはずです。先生にしかない経験と技術があります。何より、さつきを救いたいという強い思いが、ずっと根底にあるじゃないですか。私は、その思いがあればこそ、きっとさつきの命をつなぎ止めることができると思っています。だからどうか、彼女の病気ともう一度向き合っていただけませんか。言葉を失った俺の視界に、高校時代のさつきの笑顔がフラッシュバックする。いつも強がっていたけれど、本当は誰にも言えない不安を抱えていた。あの時偶然見つけたファイルを読みながら、胸を痛め、同時に彼女の力になりたい、と強く決意した自分がいた。さつきに会ってくる。話したいこともあるし、ちゃんと見舞いにも行かないとな。そう言い切る俺に、指導は一瞬はっと息を飲んだように見えた。それから安堵の表情を浮かべて、深く頭を下げる。ありがとうございます。お待ちしています、上白先生。指導は丁寧に礼を述べ、静かに事務所を出て行った。指導が事務所を出て行った後、その静かな余韻に浸る暇もなく、扉の向こうから工場長の声が響いた。いつになく鋭い調子で俺の名前を呼んでいる。上白、ちょっと事務所へ来い。いつもは温厚な工場長がこのトーンで呼ぶのは珍しい。何事かと思いながら足早に向かうと、彼は腕を組んだまま難しい顔で机の前に立っていた。工場長、どうかしましたか？口を開いた瞬間、工場長はため息混じりに一言、突き放すように告げる。お前はクビだ。
今日限りでもううちの工場を辞めてもらう。あまりにも突拍子のない言葉に思わず耳を疑った。まさか自分が解雇される日が来るなんて想像もしていなかった。無意識に口元が震え、動揺を隠せない。ちょっと待ってください。なんで俺が。工場長は俺の言葉を遮るように深く息を吐く。その表情は厳しいが、どこか温かみも滲んでいた。お前医者だったんだろ。しかも大層な腕を持ってるそうじゃないか。下請けの工場でパーツ組み立てなんてやってる場合じゃないだろ。それは、俺が勝手にここへ就職して。知ってるよ。最初に面接に来た時、お前まるで魂が抜けたみたいな顔してた。見るからに何かを背負い込んでいて、希望とか夢とか、そういうもんが全部消えかけてるように見えた。だから拾ってやらなきゃと思ったんだ。仕事が欲しいって言うし、何より手先は器用だしな。工場長はそう言いながら、組んでいた腕をほどいてこちらを見る。その眼差しに宿るのは叱責よりも、むしろ優しさと言った方が近い。最初はそれでもよかったさ。お前がどんな過去を抱えてきても、ここで働くことで何かを見つけられるなら。だけど今は違う。必要とされてる場所があるんだろう。お前にしかできないことがちゃんとあるんだよ。その言葉に胸の奥がじんと熱くなる。でも俺、ここの仕事は好きでした。パーツの精密加工や組み立ても、誰かの命を支える機器の一部になるんだって思うと、誇りを持てました。工場長やみんなが俺を受け入れてくれたから、なんとかここまで。言いかけて、思わず唇が震える。まさか、こんな形でやめろなんて言われるとは。工場で働くようになってから、一度捨てた医療の世界をすっかり遠ざけるつもりだったのに。ここの技術力を間近で見て、心が弾んだこともある。工場員として作業にのめり込み、少しずつ前を向けるようになった気さえした。ありがとうよ、上白。お前が来てくれたおかげで、うちは随分助かった。ここのところ、難しいパーツの加工精度も上がったし、品質管理の見直しも徹底できた。たまに意見をくれて助かったんだよ。だがな。そこで工場長はわずかに口元をほころばせ、まるで親父が息子を送り出すように、ポンと俺の肩を叩く。今のお前の目は、もうあの時最初に来た時の目じゃない。あん時はまるで、ボロボロの野良猫みたいだったが、今はしっかり光が宿ってるじゃないか。なら行きな。医者ってのは誰かの命を救う仕事なんだろう。ここでパーツを作るよりも大事なことがあるんだろう。まっすぐな言葉に鼻の奥がツンと熱くなる。ここの作業は大変だったし、単調でもあったけど、俺には救いだった。二度と医療に関わらないための逃げ場所だったのかもしれない。けれど、今目の前に再びメスを握って誰かを救う道がある。工場長は、その事実を俺に突きつけているのだ。工場長。いいんだよ、上白。たまには顔を出せ。お前が助けた技術やノウハウは残ってる。もしまたフラッと戻ってきたいならいつでも歓迎してやるさ。だが、今は先に行け。お前にしかできないことをやってこい。その言葉に、こらえていたものがこみ上げる。俺は歯を食いしばりながら目を伏せた。大切な居場所だったからこそ、こんなにも名残惜しい。だが、工場長の瞳は、どこか誇らしげにも見える。わかりました。お世話になりました。俺、もう逃げません。そう言い切ると、工場長は満足げにうなずき、軽く手を振る。そうか。なら、明日から来なくていいぞ。お前の分の仕事は他の連中で分担する。今までよく頑張ったな。そんな風に突き放すようでいて、実は、俺の背中を力強く押してくれている。涙なんか簡単に見せてたまるかと思うが、喉の奥がせり上がるものを抑えきれない。ありがとうございました。本当に感謝してます。ここで働けてよかった。最後は声がかすれてしまう。工場長は無言でうなずき、俺の肩を叩いてから、いつものように、ライン長に伝えとくぞ、と背を向けた。こうして俺は、辞めさせられる形になったが、胸の奥には不思議な、すがすがしさすらあった。ここに逃げ込んだ時の自分は確かに弱っていて、医療からも夢からも逃げていた。だけど今は違う。足を踏み出す決意ができそうだ。それから数日後、工場を正式に退職した翌日、俺は覚悟を決めて、さつきの病室に足を運んだ。外来フロアを抜け、エレベーターに乗り、彼女が入院する個室のドアをノックする。
その音がやけに大きく感じられ、胸の鼓動も高鳴っている。どうぞ。弱々しい声が聞こえると同時に、ドアを開けた。そこにはベッドに腰掛け、点滴スタンドにつながれた、さつきの姿があった。長い髪は少し乱れ、顔色こそ優れないものの、その瞳にはやはり、真の強さが伺える。久しぶり。体の具合はどうだ？自分でも驚くほど、平静を装って問いかけると、さつきは一度、わずかにまぶたを伏せ、それから小さく微笑んだ。ええ、検査とか点滴とかで大変だけど、なんとかやってるわ。あなたは、辞めたのよね、工場。ああ、クビになったと言うべきか、追い出されたと言うべきか。けど、工場長に背中を押されて、やっと決心がついたんだ。そう言うと、さつきはほんの少し、苦笑混じりに首をかしげる。工場長さんの人柄が目に浮かぶわね。優しくて強引で、でも思いやりがある。きっと、あなたが一番必要としているものを見抜いていたんでしょうね。その言葉に、俺は胸が熱くなる。工場で過ごした日々は、紛れもなく今の自分を奮い立たせる力になっていた。さつき、お前とちゃんと話がしたくて来たんだ。そこまで言いかけた時だった。さつきはため息混じりに、少し苛立ったようにつぶやく。あなたバカね。バカ？思わぬ返答に俺が目を丸くすると、さつきは唇をぎゅっと噛んで、自分の膝の上で手を握りしめた。私の病気知ってるでしょ？余命だってまともに保証されていない。手術を受けるにしても、成功確率はごくわずか。そんな不治に近い病気を抱えた女が医者を目指すあなたのそばにいたら足かせにしかならない。だから私は高校の時、あなたを振ったのよ。その言葉は突き刺すような鋭さで、しかし何かをこらえるような痛みもにじませていた。俺は思わず言葉に詰まる。足かせって、なんでそうなる？俺はそんな風に思ったことなんて一度も。でも私は思ったの。医者の妻が不治の病だなんて笑えないでしょ。あの時のあなたは未来への期待に溢れてた。私が一緒にいれば、いつか私の病気が進行して、勉強する時間も浪費するし、あなたの夢の邪魔になる。だから、あなたには言わずに別れを切り出した。冷たくすれば、あなたも早く忘れられると思ったから。さつきは悔しそうに言葉を吐き出す。高校生の自分ができる最大の決断だったのだろう。でも、私は後悔してない。この先どうなるかわからないなら、いっそ一人で好き勝手に生きた方がマシだと思った。そうやって今まで後悔しない選択を重ねてきたつもり。あなたのこともできるだけ忘れようとした。その声には自重じみた響きが含まれている。俺は震える拳を見下ろしながら、喉の奥が痛くなるのを感じていた。冷たく別れを告げられたあの日の苦しみが、今こうしてさつきの本心を知ることで別の痛みに変わっていく。医者の妻が不治の病なんて笑えないって、本気でそう思ったのか。俺は、お前が足かせなんて一度だって思わなかった。むしろ自分が医者になるのはお前を救いたいからだって、あの頃は信じて疑わなかったんだぞ。知ってる。だから余計に辛かった。あなたが私の病気を隠して優しくしてくれるのも、夢に向かって勉強してる姿も全部見てた。あなたを心から応援してたのに、私のせいであなたが人生を狂わせるなんて耐えられなかったのよ。だから、最低な手段でも何でもいいから、突き放すしかなかった。高鳴る胸の奥で、言い知れぬ悲しみがせり上がる。あの日、自分が味わった絶望と裏腹に、さつきもまた苦しんでいたのだ。でも、逃げたのは俺の方でもあった。医者になって、チェリーブロッサム症候群と一生懸命に戦う中で、一度の失敗に打ちのめされて、お前を救うための道を、自分から降りてしまった。お前に何も言わないまま、医療を捨て、工場に身を置いた俺。それも結局、過去から逃げただけだ。さつきだけを責めることなんてできない。一瞬、言葉のない空気が二人を包む。すると、さつきがぎゅっと瞳を閉じて、かすれた声を紡いだ。あなたは、今でも後悔してる？あの時私を救えなかったことも、医者として患者さんを救えなかったことも、全部含めて。後悔しかない。全部が俺の弱さだったと思う。今でも怖い。もしまた失敗して、お前まで失うことになるなら、そんなの考えるだけで息が詰まりそうなんだ。さつきは一瞬だけ、
悲しそうに目を伏せる。けれど、その後ふっと笑った。その笑みは儚くも優しく、かつての高校時代の面影を鮮明に思い出させる。そっか。でもね、私には時間がないの。いつ命が燃え尽きるかわからない。それでも、病気と向き合って生きてきたし、後悔しないように毎日を過ごしてきたつもり。だから、あなたが今も後悔しているなら、私をオペして、私の体であなたの未来を掴んでほしい。さつき。高校の時、あなたは私を支えてくれた。弱いところを見せるのが嫌だった私に、そっと寄り添ってくれた。そんなあなたに感謝してるし、好きだった。それは今も変わらないよ。私の命を使っていいなんて言い方はひどいかもしれないけど、もしこれがあなたがまた未来を信じるきっかけになるなら、こんな私でも少しは意味があると思うから。さつきの瞳には涙が浮かんでいた。俺もまた、痛いほど胸が締め付けられる。失敗を恐れて尻込みするより、今度こそ、大切な人を救うために全力を尽くす。それが、本当の後悔しない生き方なのかもしれない。ありがとう。お前がそう言ってくれるなら、俺は二度と逃げない。お前の命を使うなんて言葉、聞きたくないけど、それでも、必ずお前を助けるためにメスを握る。お前を救って、一緒に笑える未来を作りたい。言い切ると同時に、こらえていたものが胸の奥で崩れ落ちるように涙がこぼれた。さつきもまた、ポロポロと大粒の涙を流す。病室の静寂の中で、俺たちはもう一度、お互いの手を取り合う。あなたの気持ちを踏みにじってしまった。こんな私でも本当に救ってくれるの？もちろん、お前は俺にとって大切な人だ。過去の失敗も、ここの病も、全部含めてお前を助けたいんだ。今度こそ、後悔しないために。さつきは泣き笑いのまま、小さくうなずいてくれた。その笑顔を見ていると、高校時代、体育館裏で泣いていた彼女に、手を差し伸べた時の気持ちが蘇ってくる。あの時と同じように、今度こそは、最後までさつきの手を離さないと誓う。外では、降り出した雨が、しとしととガラスを濡らしていた。けれど、この病室の中には、ささやかなぬくもりが生まれている。明日への希望が、涙とともにゆっくりと広がっていくのを感じた。それから、すべてが目まぐるしく動き出した。さつきは、緊急的に受けた治療で容体が安定し、さらに精密検査を重ねながら、いよいよ本格的な再手術に挑むことになった。そして迎えた手術当日。長時間に及ぶ手術は、何度も臨界点を超えるほどの緊張が張り詰めた。少しでも判断を誤れば、多臓器不全に陥る可能性があったし、一瞬の油断も許されない。けれど、指導先生をはじめとする優秀なスタッフたちが、的確なサポートを続けてくれる。あと少し、ここさえ乗り切れば、看護師が差し出す機械を受け取り、確信に近い感覚で最後の縫合に挑む。そして、長い長い時間をかけて行われた大手術は、ついに成功を迎える。手術は、成功だ。そう言葉にした瞬間、手術室には、抑えきれない歓喜の波が広がる。看護師が泣きそうな顔で、先生、すごいです。と微笑み、指導は、お疲れ様です。本当に。と、安堵のため息をつく。院長がわざわざ手術室まで駆けつけて、上白先生、見事です。と、涙ぐんだ声で肩を叩いてきた。その光景を見ても、俺はまだ半信半疑だった。けれど、紛れもなくさつきは今、生きている。その小さな胸は確かに上下し、手術のライトに照らされた方は、ほんのり赤みを帯びていた。過去の失敗を振り切れたわけではない。だが、それでも今度はこの命を救えた。頬を伝う汗や涙も、抑えることができなかった。手術後、さつきは ICU でしばらく集中治療を受け、少しずつ経過が安定していった。容体はかなり良好です。予定より早く回復していくかもしれませんよ。回診のたびに担当看護師や医師たちが朗報を告げてくれる。院長も、医学的にも奇跡と言っていい成果だ。まさに君の復活は病院にとっても大きい。と太鼓判を押し、なんと正式にこの病院の外科医として医者に戻ってほしいと申し出てきたのだ。院長先生。でも俺はずっと医療を捨てていた身で。そんな過去は関係ありません。今回のオペだけでも
あなたの腕は紛れもない本物だと証明されました。私から頼みます。うちの病院で再び外科医として働いていただけませんか。院長の言葉は断固たるもので、俺は思わずかしこまる。横で指導が、ぜひお願いしますと、微笑んでくれたのを見て、自然と頬が緩んだ。ありがとうございます。ぜひ、やらせてください。こうして、俺が医者としての第二の人生をこの病院で始めることが正式に決まった翌日。バタバタと忙しい中でも、さつきの病室だけはなんだかほっとする空間になっていた。長い入院生活の疲れが少し和らぎ、彼女はだいぶ元気を取り戻しているようだ。ベッドの上で俺に無茶な注文をつけて遊んでいる姿は、まるで高校時代のあの頃に戻ったかのようだ。おいおい、なんだよその急な思いつきは。まだ術後間もないのにゲーム大会なんて大丈夫か？もう暇で仕方ないんだもん。こんなちょっとでいいの。付き合ってよ。難しい話ばっかりしてたら飽きちゃうでしょ。さつきはいたずらっぽい笑みを浮かべながら、差し入れでもらったばかりのポータブルゲーム機を手にしている。ほんの数週間前は命の危機に瀕していたとは思えないほど、その笑顔は生き生きと輝いていた。たく、しょうがないな。じゃあ少しだけだぞ。無理したら指導先生に怒られそうだからな。そう言って、手術着のポケットからスマホを取り出し、どれだけ時間が取れそうか確認しようとしたところ、病室のドアが小さくノックされた。ドアを開けて顔を出したのは指導だった。おう、指導先生、どうした？今日は非番じゃなかったか？俺が声をかけると、指導は軽く手を挙げて部屋の中へ入ってきた。珍しく表情は晴れやかだが、どこか決意めいたものが滲んでいる。やあ、二人とも。ちょっと暇ができたから顔を出そうと思ってね。でもタイミング悪かったかな。何やら楽しそうにしているところみたいだし。いや、ちょっとゲームに付き合ってただけだ。じゃあ俺もう行くよ。話があるんだろ。さつきと。そう言いかけたところ、指導は手をひらひらと振って制した。いやいや、上白先生までいなくならなくていい。大事な話だから、できれば一緒に聞いてほしいくらいさ。さつきは、大事な話、と声を落とす。すると指導は小さく息を吐き、肩の力を抜くように両手を広げてみせた。実は俺、最近モテ期らしくてね。なんだかいろんな人から誘いがあるんだよ。おかげで困っちゃってさ。だからもう、さつきとは恋人をやめようと思って。え？さつきはポカンと目を見開く。まさか、指導がこんな軽い調子で言い出すとは思っていなかったのだろう。一方、俺も事情を知ってはいるが、その切り出し方のあまりの唐突さに意表をつかれてしまった。いや、さ、指導先生。言い方ちょっと雑じゃないか。へへ、わかってる。ごめん。でもこうでもしないと、君たちが遠慮してしまいそうだからね。さつき、正直に言うよ。俺は君を仕事のパートナーとして大事に思ってた。そして、なんて言うんだろう。自分でも恋愛感情だと勘違いしようとしてた時期もあった。だけど、君の心が常に誰かの方を向いてることは分かってたんだ。そう言って、指導はちらりと俺の方を見やる。さつき、ありがとう。君は俺にとって本当に大切な人だった。正直に言うと、最初は相棒として一緒に病気と向き合ううちに、気づいたら心から好きになっていたんだ。医者としても一人の男としても、君を救うために一生懸命だった。だけど、君が本当に望んでいるのは別の未来だって分かってた。無理に恋人関係を持ち出してみても、君の心までは縛れない。どこかでそれを痛感しながらも、気持ちを諦めきれなかったのは、俺のわがままだったんだと思う。さつきは瞳を潤ませながら、それでも申し訳なさげに視線を伏せる。ごめん。指導くんが一生懸命思ってくれているのは伝わってた。でも私、気づかないふりをしていただけだったんだ。あなたを傷つけたよね。傷つけられたかって言われると、まあ、そうかもしれない。でも、君と出会えたことで、俺は医者としても随分成長できた。君の病気を少しでも治そうと、二人で取り組んで、その時間があったから、今の俺がある。だから、感謝してるんだよ。ありがとう、さつき。さつきは、両手をぎゅっと握りしめ、涙を落としそうなほど切なげな表情を浮かべる。指導くん、本当にありがとう。あなたがいなかったら私、きっと逃げっぱなしで病気に負けてた。あなたと過ごした時間は嘘じゃない。
私にとっても大事な思い出だよ。その言葉を聞いた指導は少しだけ目を伏せた後、静かにうなずく。そして振り絞るように笑みを作った。それじゃあまた院内で会おう。治療のことならいつでも相談してくれ。上白先生、さつきのことどうか頼みましたよ。指導が病室を後にすると、さつきは小さく息を吐いてドアの方を見つめた。瞳にはわずかな涙が浮かんでいるものの、どこか晴れやかな空気が漂っている。これまで抱え込んでいた後悔や罪悪感にやっと区切りをつけられたのだろう。それからほどなくして、さつきは退院し、リハビリや定期的な通院を続けながらも、少しずつ体調を取り戻していった。そして俺は、外科医として正式に病院へ復帰し、目まぐるしい日々を送ることになった。時には夜通しのオペが続き、帰宅する頃にはクタクタになることも多い。けれど、患者を助けるために、再びメスを握れる喜びは何にも代え難い。過去の失敗に足を取られなくなったのは、さつきの存在が大きいと実感する。さつき、もうこんな時間だけど大丈夫なのか？無理するなよ。ある夕暮れ、彼女が手術の終わった俺を迎えに来てくれた。院内の廊下で待っていたさつきは、スーツ姿に身を包み、昔よりも一段と凛とした雰囲気をまとっている。彼女は病気と戦いつつも、父の会社、今や自分が経営を担う桜ホールディングスのために働いていた。そしてつい先日、正式に社長に就任したのだ。ちょうど取締役会が早めに終わったから、こっちに顔を出してみようと思って。疲れてるんじゃない？顔が少しやつれてるわよ。彼女がそんな風に心配してくると、俺は思わず苦笑を返してしまう。いや、大丈夫だよ。手術が長引いたから疲れてるけど、気力はまだ残ってる。むしろ、お前の方こそ、社長業で倒れたりしないか心配なんだが。するとさつきは小さく鼻を鳴らし、どこか得意げに胸を張ってみせる。私の方が元気に決まってるでしょ？病気を乗り越えた女なんだから。それよりあなたの方が心配よ。旦那さんに倒れられたら私、今度こそ立ち直れなくなるかもしれないわ。はは、そうだな。俺が思わず苦笑しながら返事をすると、さつきはいたずらっぽい笑みを浮かべたまま、ふっと視線を落とす。お互いに左手を見下ろしたその先、指先には、ささやかながらも確かな存在感を放つリングが輝いていた。人生に絶対はない。失敗や病、別れがいつ襲うかわからない。だけど、それでも進むべき道を選び、支え合いながら歩いていけば、きっと思い描いていた未来にたどり着ける。そんな学びを胸に刻みながら、今日も俺は白衣を羽織って病院へ向かう。さつきと手を取り合い、かけがえのない命を守るために。お前を解雇する。部長のその言葉がエントランスホールに響いた。子供たちの前で俺は無実の罪を着せられた。大学時代から10年以上全てをかけて開発してきた次世代バッテリー。誰もが夢物語だと笑い、無駄な研究だと否定し続けた技術を自分の給料を削って研究し続けてきた。それなのに、こんな形で夢が打ち砕かれるなんて。絶望に打ちひしがれた俺の前に、一人の少年が駆け寄ってきた。もし辞めるんなら、ママの会社で働いてくれませんか？そのまっすぐな瞳に、俺は不思議な温かさを感じていた。ただ、その時は知る由もなかった。この出会いが、俺の人生を、そして世界のエネルギーの未来を大きく変えることになるとは。俺、桂高義が働く感動電機株式会社は、設立から半世紀以上が経つ、家電から産業機器まで、幅広い分野で実績を積み上げてきた老舗企業だ。本社ビルは駅から徒歩15分ほどの場所にあり、やや古めかしい外観をしているものの、7階建ての堂々とした佇まいが、長年の歴史を物語っているように見える。俺が所属しているのは、開発第3部の電源開発課。主にスマートフォンやタブレット向けのバッテリー開発を担当している部署で、社員数は20名ほど。新入社員から50代のベテランまで年齢層は様々だ。働き始めて半年が経った頃、俺は意を決して休憩室でコーヒーを入れていた部長に話を持ちかけた。部長、バッテリーの新しい開発案についてお時間をいただけませんでしょうか？
そうして部長に見せた企画書は次世代バッテリーの開発案だった。俺が大学生の頃から打ち込んできたものだ。俺のこの研究は大学時代誰にも理解されなかった。現実的に考えなさい。そんな夢物語みたいな研究。君の貴重な学生時代を無駄にするだけだよ。研究室の担当教授からもそう言われた。だけど俺は諦めなかった。バイトで貯めた給料と奨学金をすべて材料費に回し、夜になると誰もいなくなった実験棟で自分の研究に没頭した。休日返上で海外の論文を読み漁った。英語の専門用語の意味を理解するのに四苦八苦しながらも、一つ一つ丁寧にノートに書き写していった。誰もが無理だという。教授にも同級生にも、この研究の価値を理解してもらえない。それでも俺には確信があった。きっと、この技術は世界を変えられる。10冊をも超える研究ノートを目の前に、俺は固く誓ったものだ。この研究を絶対に諦めない。たとえ一人でも、と。しかし部長は、そんな俺の苦心をまとめた企画書をパラパラとめくっただけで、すぐに机の上に投げ捨てるように置いた。はっ、こんなおとぎ話を真面目に書いてくるとはな。会社は慈善事業じゃない。夢見がちな若造の妄想に付き合う暇なんてないんだよ。わかるか？部長は鼻で笑うと、わざとらしく大きなため息をつき、背を向けて歩き去ってしまった。休憩室には、一生懸命作った俺の企画書が虚しく残されていた。それからの俺の扱いは一層厳しいものになっていった。非現実的なテーマにこだわるやつだとレッテルを貼られ、かの打ち合わせにも呼ばれなくなることが増えた。発言しても大抵は鼻で笑われるか、真面目に取り合ってもらえない。桂は夢を見てるだけだ。会社は利益を上げるためにあるんだぞ。そんな小言を投げかけてくる先輩たちの間には、完全に変わり者として認識されていた。もともと、オフィスの端にあった自席はいつの間にか使われていないロッカーの近くに移されていて、ますます窓際感が増していく。それからしばらくして、さらに追い打ちをかけるような事例が降りた。桂、お前、来月の社会科見学の対応をやれ。部長がそう言い放ったのは、開発部門のミーティングが終わった直後だった。広報課が担当するはずの仕事を、なぜか、俺に押し付けてきたのだ。君はどうせ暇だろう。机にかじりついて空想を書くより、子供に会社案内をする方がよほど役に立つ。夢ばかり追いかけて、使い物にならないなら、せめてその元気を見学のガキどもに向けたらどうだ。周囲からは失笑とため息が漏れた。俺が何か反論しようとしても、部長の態度は堅くなで、周りの社員もまた桂が叱られてる、といった生温かい視線でこっちを見ているだけだった。こうして、俺は正式に社会科見学担当に追いやられた。そこからは、淡々と見学当日に向けた準備をするしかない。いくら内心で悔しい思いを抱えていても、子供たちは関係ない。もしこの社会科見学が、俺にとって会社での最後の仕事になるのだとしても、やるなら全力でやりたいと思った。そんな日々が3年続いたある日、夜も更けた自宅の作業スペース、換気扇の音だけが響く静寂の中、俺は震える手で最後の配線をつなぎ合わせていた。これで理論上は、深呼吸をしてスイッチに手をかける。緊張で喉が渇く。カチッという小さな音とともに、測定器の針がわずかに動き始めた。俺は目を凝らして、その数値を見つめる。まさか信じられない数字がそこにはあった。通常のリチウムイオンバッテリーの10倍以上の出力だ。しかも予想以上に安定している。本当にできた。声が震えた。これまでのすべての努力、すべての時間が、この瞬間のために存在したかのように思えた。夢じゃないかと一瞬疑ったが、バッテリーから伝わるかすかな熱、測定器の針が示す数値、すべてが現実だと告げている。とうとう、やった！思わず声が大きくなる。深夜のアパートだということも忘れて、俺は両手を突き上げていた。目から熱いものが溢れ出す。机に突っ伏して、声を隠すようにして泣いた。誰も信じてくれなかった。誰もが無理だと言った。でも、俺はやり遂げたんだ。窓の外では、東の空がわずかに明るみを帯び始めていた。新しい朝が確かな希望と共に訪れようとしていた。翌日、会社に着くなり、俺は部長の元へ向かった。
部長、お時間よろしいでしょうか？桂か？なんだ。部長は面倒くさそうな表情を浮かべながらも、椅子の背もたれに寄りかかった。深く息を吸い込んで、俺は企画書を差し出した。これまでの研究データと理論的根拠、そして市場分析まで網羅した渾身の一冊だ。これは私が開発した次世代バッテリーの提案書です。またそのテーマか。部長が眉を潜める。今度は違います。試作品も完成させました。従来の10倍以上の出力を確認できています。10倍だと？部長の表情がかすかに変化した。俺は勢いに乗って続ける。はい。しかも安定性も確認できています。これを当社で製品化できれば、スマートフォン市場だけでなく、電気自動車向けの新規事業の展開もできると思います。言葉を遮るように、部長が企画書を開いた。ページをめくる音だけが静かなオフィスに響く。時折、部長が小さくうなる。その仕草に、俺は密かな期待を抱いた。詳細なデータが必要だな。上層部への提案には、もっと具体的な数値が必要だ。すべてのデータを提出してくれ。はい。思わず声が弾む。いつまでに必要ですか？すぐにだ。今日中に準備できるか？もちろんです。俺は立ち上がると、深々と頭を下げた。胸の中で小さな希望が大きく膨らみ始める。やっと届いた。この思いが、この技術が。部長の表情は相変わらず厳しかったが、それでも俺には、これまでで最高の朝に思えた。データを提出してから4日が経っていた。毎朝、部長の様子を伺っては、何も言われないまま1日が過ぎていく。いよいよ待ちきれなくなった俺は、昼休憩前、思い切って声をかけた。部長、先日のデータについてなのですが。桂。今確認してるからちょっと待ってくれ。そう言うと、部長は忙しそうに席を外してしまった。結局、その日は何の進展もなく終わってしまった。翌日も、その翌日も状況は変わらない。部長はいつも忙しそうに動き回っていて、声をかけても、後でな、と言って、どこかへ行ってしまう。もはや取り合う気がないのか、単に忘れられているのかすらわからない。その一方で、俺には他の業務も課せられていた。そう、社会科見学の案内役だ。週に何度か予定が入っており、今日も子供たちがやってくる。ドアを開けると、エントランスホールには大勢の小学生たちが集まっていた。わあ、すごい！ねえねえ、あれ見て、ロボットみたい。社長室ってどこにあるんだろう。興奮した声が次々と飛び交うのに目を丸くした。100人もの小学生たちがキラキラした目で会社のロビーを見上げていた。案内の人だ。俺に気づいた女の子が小さな指をさす。周りの子供たちも一斉にこちらを向いた。好奇心に満ちた瞳がまるで宝石のように輝いている。その瞬間、胸の中の重たい感情が不思議と軽くなっていくのを感じた。この子たちに会社の魅力を伝えられるのは俺しかいないんだ。そう思った時、自然と背筋が伸びた。皆さん、おはようございます。感動電気へようこそ。予想以上に声に力が入る。子供たちのおはようございますという元気な返事がホール中に響き渡った。全員で頭を下げる姿に思わず笑みがこぼれる。そうだ、今は目の前の未来を担う子供たちのために精一杯の案内をしてみせよう。そう思うと、がぜんやる気が湧いてきた。私たちはみんなが毎日使っているスマートフォンやタブレットの大切な部品を開発しているんです。へえ。その声に、周りの子供たちも興味津々な様子で近寄ってきた。例えば、バッテリーって知ってますか？スマートフォンの中に入っている、電気を貯めておく部品です。知ってる。充電するやつでしょ？その通り。思わず声が弾む。子供たちの素直な反応が心地よかった。私たちは、そのバッテリーをもっといいものにしようと、日々研究を重ねているんです。どうしたら長く使えるか、どうしたら安全に使えるか。子供たちの目がさらに輝きを増していく。その姿を見ていると、自分が初めて研究を始めた頃のあの純粋な思いを思い出した。開発現場の見学も終わり、最後の質問コーナーに入っていた。たくさんの小さな手が次々と上がる中、後ろの方から一人の男の子が立ち上がった。社長ってどんな人なんですか？真剣な眼差しで質問を投げかけてきたその子は、名札に、茜武人と書いてあった。
少し言葉に詰まる。社長である五十嵐久一さんと言葉を交わしたことは数えるほどしかない。そうですね。社長は会社の理念をとても大切にしている方です。私たちの会社の社是には、感動を明日へという言葉があって、社長はいつも技術は人の心を動かすためにあるっておっしゃるんです。本当は朝礼での話を遠くで聞いただけだ。なのになぜかその言葉だけは強く心に残っていた。へえ、すごい。子供たちの間から簡単の声が上がる。竹人くんもキラキラした目で大きくうなずいていた。他に質問はありませんか？あたりを見回すと、子供たちは満足そうな表情を浮かべている。もう予定の時間も近づいていた。するとその時、背後から声が聞こえた。桂。振り返ると、そこには険しい表情の部長が立っていた。お前、研究費を不正流用したな。部長の言葉がまるで雷のように響いた。まだ子供たちの姿が見える中で、俺は思わず声を上げた。何のことですか？とぼけるな。データを確認させてもらったぞ。部長はスマートフォンを取り出すと、画面を俺に向けた。そこには、実験機材の発注記録が並んでいた。バッテリーの材料となるリチウム化合物、特殊な測定器、実験用の基板、すべて会社名義での購入履歴だった。金額は、総計500万円となっている。この請求書の日付を見てみろ。会社の予算で買った材料が、お前の個人研究に使われているじゃないか。そんな、目を疑った。確かにそこには、会社名での発注記録が残っていた。これは何かの間違いです。私はすべて自腹で。黙れ！部長の声がエントランスホールに響き渡る。子供たちが不安げな表情でこちらを見ている。しかもお前が作った試作品は品質基準も満たしていない。これを製品化しようとしていれば、会社の信用問題にまで発展していたんだぞ。下手をすれば爆発事故だって起きかねない。そんな危険な研究を会社の金でこそこそと。お前は会社に大損害を与えたんだ。何が誰かの役に立ちたいだ。結局、会社の金を使い込んで自分の研究に流用していただけじゃないか。違います。私は確かに全て自分で。一生懸命に否定する声が震えていた。子供たちの視線が俺に突き刺さる。さっきまで輝いていた目が今は不安と困惑に満ちている。言い訳は無用。このことはもう社長に報告済みだ。桂、お前を解雇する。その言葉が最後の一撃のように響いた。エントランスホールに重苦しい沈黙が落ちる。そんな。足元から力が抜けていく。さっきまで子供たちに熱く語っていた夢も希望も、まるで嘘のように崩れ落ちていった。部長が去った後、俺は呆然とその場に立ち尽くしていた。そんな中、一人の少年が俺に向かって駆け寄ってきた。竹人くんだった。桂さん、もし桂さんが会社を辞めることになったら、ママの会社で働いてくれませんか？予想外の言葉に、俺は一瞬言葉を失った。竹人くんは真剣な表情で、まっすぐに俺を見上げていた。ママ、最近人が足りなくて困ってるって言ってたんです。桂さんみたいな人なら、きっとママも喜ぶと思うんです。うちの会社、桜エナジーって言うんですよ。桜エナジー。その瞬間、どこかで聞いたことのある社名だと思った。けれど、混乱する頭では思い出せない。答えに窮していると、引率の先生の声が響いた。竹人くん、バスの時間よ。竹人くんは少し残念そうな顔をした。桂さん、考えておいてください。そう言い残すと、竹人くんはバスに向かって走り出した。その小さな背中を見送りながら、俺は彼が教えてくれた会社名を何度も反芻していた。それから1ヶ月後、カーテンの隙間から差し込む夕日がパソコンの画面を赤く染めていた。未だに再就職先は決まらない。履歴書を送っても不正流用の噂が広まっているらしく、どこも採用してくれない。椅子の背もたれに深く身を預け、天井を見上げる。その時、ふと耳元で小さな声が響いた。桂さんみたいな人なら、きっとママも喜ぶと思うんです。竹人くんのあの真剣な眼差しを思い出す。確か、桜エナジーだったかな。画面に洗練されたウェブサイトが表示された。再生可能エネルギーの研究開発を主軸に、スマートシティ関連の事業を展開する新興企業。
設立からまだ5年ほどだが、独自の技術力で急成長を遂げているという。技術は人と未来をつなぐ架け橋。その言葉にどこか懐かしさを感じた。社会科見学の日、竹人くんが見せてくれた純粋な笑顔のように、まっすぐで温かい理念。連絡してみようかな。夕暮れの部屋で、俺は久しぶりに前を向いて考えていた。アパートの最寄り駅から電車で15分。新興企業が集まるベイエリアに桜エナジーは本社を構えていた。ガラス張りのモダンなビルを見上げる。6階建てのこじんまりとした建物だが、太陽光パネルや壁面緑化など、最新のエコ技術が随所に活かされているのが見て取れた。お客様ですか？受付で待っていると、若い女性社員が笑顔で声をかけてきた。はい、10時の面接で。あ、桂様ですね。社長がお待ちです。その言葉に思わず背筋が伸びる。エレベーターに乗り込むと、心臓の鼓動が少し速くなるのを感じた。案内された会議室は、大きな窓から海が見える開放的な空間。部屋の隅には、観葉植物が優しい緑を添えていた。少々お待ちください。ドアが閉まり、俺は一人になる。緊張しながら待っていると、間もなくドアが開く音がした。爽やかな空気が部屋に流れ込んできたような気がした。入ってきたのは、すらりとした背の高さと、端正な顔立ちをした女性だった。肩まで伸びた黒髪が、どこか知的な印象を与える。竹人くんの面影を感じさせる大きな瞳が、まっすぐに俺を見つめている。俺は、そんな彼女、マツコさんを、ぼーっと眺めていた。桂さん、はじめまして。茜マツコです。落ち着いた声のトーンに我に返った俺は、慌てて頭を下げた。本日は、お時間をいただきありがとうございます。どうぞ、おかけください。お互いが席に着くと、一瞬の沈黙が流れた。息子の竹人からいろいろと聞いています。前の会社を解雇されたとか、理由を教えていただいても構いませんか？その言葉に思わず息を飲む。はい。深く息を吸い、俺は話し始めた。独自のバッテリー開発への情熱、会社での日々、そして解雇の理由となった不正流用のこと。すべて自費で研究を進めていたのに、会社の予算を流用したと言われ、解雇に至ったんですね。はい。俺の視線はいつの間にか膝の上に落ちていた。慌てて顔を上げると、マツコさんのまっすぐな目と勝ち合う。わかりました。桂さん、あなたを採用させていただきます。その言葉がまるで夢のように響いた。え？来月からでも、すぐに来ていただけますか？でも、本当によろしいんでしょうか？私のようなもの、疑わしいでしょう。声が震える。マツコさんは優しく微笑んだ。あなたの能力なら何の問題もありません。むしろ、ぜひうちで活かしていただきたい。それに社会科見学の時のこと、竹人が興奮して話してくれたんです。あなたがすごくわかりやすく説明してくれたって。マツコさんは窓の外に広がる青空を見やりながら続けた。そして、再び俺に視線を向けた。あ、見えて、うちの息子は人を見る目があるんです。だから私も、桂さんのこと、心から信じられます。マツコさんの言葉に、俺の視界が突然滲んでいった。慌てて目元を拭おうとする手が震えている。すみません。今まで誰に言っても、誰に説明しても信じてもらえなくて。声が途切れる。マツコさんはそっとティッシュを差し出しながら、温かな声で語り始めた。辛かったですね。あなたは誰よりも技術を愛している。それなのに、誰からも信じてもらえなかった。誰もあなたの声に耳を傾けてくれなかった。でも、もう大丈夫です。深い共感が込められたその言葉に、さらに涙が溢れる。うちは、まだまだ小さな会社です。社員数も30人足らず。大手企業のような華やかさはありません。でも、だからこそ大切にしている理念があるんです。それは、社員一人一人の自主性を重んじるということ。革新的なアイデアは、決して上からの命令では生まれません。現場で懸命に考え、試行錯誤を重ねる一人一人の情熱から生まれるものだと、私は信じています。窓から差し込む光が、マツコさんの瞳を輝かせていた。そしてもう一つ、私たちは、社会のためになる仕事をしたいという強い思いを持っています。利益だけを追求するのではなく、この技術で誰かの役に立ちたい。
誰かの未来を少しでも明るくしたい。それが桜エナジーの存在意義なんです。マツコさんは少し前かがみになって続けた。桂さん、あなたの研究への情熱、そして誰かの役に立ちたいというその純粋な思い。それは私たちの目指す方向と確かに重なっています。私たちの会社はそんなあなたの情熱と思いを必ず受け止めます。むしろそれを心から歓迎したいんです。涙で滲んだ視界の向こうでマツコさんの優しい微笑みが見えた。この会社なら俺の研究を正当に評価してくれるかもしれない。そんな期待が湧き上がってきた。入社から1ヶ月が経った。桜エナジーは小規模ながらも活気に満ちた職場で、マツコさんの理念通り、社員一人一人が自分の専門性を活かしながら仕事を進めている。おはようございます。毎朝、誰かが温かな挨拶を交わしてくれる。前の会社では考えられなかった光景だった。そして今日、俺は一つの決断をしていた。午後のプロジェクト提案会議。自分の研究をこの会社で形にするチャンスを俺は獲得していた。会議室にはマツコさんを含め10名ほどの社員が集まっていた。技術開発部門のメンバーを中心に経営企画やマーケティングのスタッフも参加している。では桂さん、お願いします。マツコさんの声に促され、俺は深く息を吸った。本日は次世代バッテリーを使ったプロジェクト提案をさせていただきます。プロジェクターに映し出された画面に開発コンセプトが浮かび上がる。このバッテリーの特徴は従来比10倍以上のエネルギー効率を実現できる点です。すでにプロトタイプでの動作も確認済みです。会議室に小さなざわめきが走る。具体的な技術的特徴として、まず新しい電極材料の採用があります。これにより重放電効率が飛躍的に向上します。データと図を示しながら詳細な説明を続けた。まず安全性について説明させていただきます。このバッテリーは独自の保護回路と温度管理システムを組み込むことで異常発熱や過充電を防止します。万が一の際も瞬時に遮断できる安全機構を備えています。製造コストについては現行のリチウムイオンバッテリーと比較して初期投資は 25% 増となりますが、寿命が3倍以上になることで実質的なコストを 40% 削減できると試算しています。ホワイトボードに立ち補足の図を書き加えながら説明を続ける。特に EV 市場での需要が期待できます。現在の EV 市場の最大の課題は航続距離ですが、この技術であれば1回の充電で 1000km 以上の走行が可能になります。また、スマートフォンやタブレット市場でも1週間充電不要という付加価値を提供できます。この技術を街全体に応用すれば、太陽光や風力発電の電力を効率的に蓄電し、昼夜問わず安定供給が可能になります。つまり、街全体を一つの大きな蓄電池として機能させることができるんです。質疑応答の時間になると、次々と前向きな質問が飛び交った。このバッテリーの寿命はどのくらいを想定していますか？現段階での試算では、通常使用で約12年です。従来品の3から4倍になります。量産化する際の課題は？現状では電極材料の製造工程が複雑で、この部分の簡略化が必要だと考えています。ただ、既存の製造ラインの一部を流用できる設計にしていますので、設備投資を最小限に抑えることは可能です。みんなからの質問が途切れたとき、不意にマツコさんが静かに口を開いた。これ、うちが開発中の地域分散型電力プロジェクトに活かせるわ。再生可能エネルギーの不安定さを補う蓄電システムとして、まさに求めていた性能よ。特に、離島での実証実験を計画していた案件。このバッテリーがあれば、24時間安定した電力供給が実現できる。離島の電力自給自足が現実のものになるかもしれないわ。会議室の空気が一瞬で引き締まった。そしてその日を境に、プロジェクトは本格的に動き出した。3ヶ月。マツコさんと一緒に実験室に向かうと、そこには試作機が置かれていた。これが最新の試験結果です。技術部の人が映し出したモニターには、安定した出力を示すグラフが表示されている。先月までの課題だった熱の問題も、新しい制御システムで解決できていた。この数値、まさか。ええ、目標値の 120% です。桂さんの理論通りでした。実験室に集まった開発メンバーの間から小さな歓声が上がる。
誰かが拍手を始め、それは瞬く間に広がっていった。マツコさんの表情も明るく輝いている。やったわ。これで離島プロジェクトも確実に前に進められるわ。そしてマツコさんは開発メンバー全員の前ではっきりとした声で言った。これは間違いなく画期的な成果よ。すべて桂くんのおかげだわ。いえ、私だけじゃなく、皆さんのおかげです。慌てて否定しようとする俺に、開発メンバーが次々と声をかけてきた。いやいや、桂さんが来てくれなかったら、ここまで来てませんよ。本当に感謝してます。これからもよろしくお願いします。温かな言葉の数々に、目頭が熱くなるのを感じた。ふと窓の外を見ると、春の陽光が眩しく差し込んでいた。それから数日後、穏やかな春の午後、桜エナジーの開発室で、新しい設計図を描いていたとき、開発室の外が妙に騒がしくなった。なんだろうと思っていると、突然の怒号が開発室の中に入ってきた。お前、やりやがったな。振り向くと、そこには前の会社で俺の上司だった部長、毛利さんが立っていた。顔を真っ赤にし、全身を震わせている。毛利さんは携帯電話を取り出すと、画面を俺に突きつけた。業界誌に掲載された桜エナジーの新技術に関する記事だった。記事を見たぞ。よくもやってくれたな。お前が使ったバッテリー、あれは、俺の、いや、会社のものだ。感動電気の技術を盗んで、よくもこんなことを。声を荒げる部長に、開発室にいた社員たちが不安そうな表情で様子を伺っている。俺は静かに立ち上がった。何を言ってるんですか？とぼけるな。会社を辞めさせられた腹いせに、こんな悪どいことをしたんだろう。その時、会議室のドアが開く音がした。そこにはひときわ貫禄のある男性が立っていた。俺は思わず息を飲む。感動電機の社長、五十嵐さんだ。毛利、これはどういうことだ？話が違うじゃないか。君は確かに自分が開発した技術だと言っていたじゃないか。低く響く声に、毛利さんの体が一瞬こわばった。いえ、違うんです。こいつが私の発明を横取りしたんです。私が何年もかけて研究してきた技術を。毛利さんは慌てて声を上げる。その声は、どこか取り乱したように震えていた。開発室の空気がさらに重くなっていく。その時、廊下から新たな足音が聞こえてきた。何の騒ぎ？こっちから大きな声が聞こえてきたんだけど。マツコさんが早足で開発室に入ってきた。しかし、彼女の言葉は、五十嵐社長の姿を認めた途端に途切れた。マツコさんの表情が一瞬にして凍りついた。あなた。マツコさんの声がかすかに震えている。久しぶりだな、マツコ。五十嵐社長は少し顎を上げ、余裕の表情を浮かべていた。思わず声が漏れる。俺の困惑した様子に気づいた開発室のメンバーの一人が、小声で耳打ちしてきた。五十嵐社長は、マツコ社長の元夫なんです。その言葉に、俺は思わず、両者の表情を見比べていた。確かに、竹人くんの面影は、この二人の中にあった。五十嵐社長は、ゆっくりと俺の方に向き直った。その眼差しには、人を値踏みするような鋭さがあった。桂、毛利が言うには、お前が毛利の特許を横取りしてやめたと聞いたが。声のトーンは落ち着いていたが、その言葉には重みがあった。俺は背筋を伸ばし、まっすぐに五十嵐社長を見つめ返した。違います。あの技術は、私が大学時代から研究を重ねて、自分で発明したものです。毛利さんには、会議にかけていただきたいと相談したとき、詳細なデータが必要だと言われて、データを提示しました。五十嵐社長は、黙って俺の話を聞いていた。その表情からは、何を考えているのか読み取ることができない。だが、お前がうちで働きながらその技術を磨いたのは事実だろう。つまり、会社の資産を使って研究を進めたわけだ。そうなると、これは会社の特許として扱うべきものではないか。五十嵐社長の声には、勝利を確信したような響きがあった。それは、言葉が喉に詰まる。確かに、感動電機で働いていた3年間、技術は確実に進歩していた。でも、それは自分の給料で買った材料と、自宅での実験で培ったものだ。焦る気持ちとともに、頭の中が真っ白になっていく。今までの努力が、すべて、会社のものだと言われることへの恐怖にとらわれる。その時だった。ちょっと待って。マツコさんの声が、重苦しい空気を切り裂いた。彼女は一歩前に進み出ると、眉を吊り上げながら、五十嵐社長と向き合った。
この技術は感動電気での業務とは全く別のもの。雇用契約書にはっきりと明記されているはずよ。会社の業務と無関係な研究や開発については個人所有となるという条文を。あなたなら覚えているでしょ？だってあなたが作った条文だもの。マツコさんの声には強い確信が響いていた。その言葉に五十嵐社長の表情がかすかにこわばる。つまり、この発明は完全に桂さんの個人的な成果よ。週末や夜間、自宅で行った研究開発の結果、会社の設備も予算も一切使っていない。すべて自腹で行った研究なの。そして、マツコさんはさらに強い口調で続けた。それに桂さんは今、桜エナジーの大切な社員よ。もしこれ以上根拠のない主張を続けるのなら、私たちも法的な対応を取らざるを得ないわ。マツコさんの目が強く光る。五十嵐社長がため息をついた。今日は一旦引き下がることにしよう。五十嵐社長は上着の襟を正すと、毛利さんに目配せをした。しかし、去り際、急に足を止めると、マツコさんの方を振り返った。だがマツコ、お前が守りたかったっていうのは、こんな盗っ人の技術なのか？その言葉に、開発室の空気が凍りついた。しかし、マツコさんの声は力強く響いた。違うわ。桂さんはそんな人じゃない。彼は、誰よりも真摯に技術と向き合い、誰よりも社会のことを考えている。私が守りたいのは、そういう人の可能性よ。一歩前に踏み出しながら、マツコさんはまっすぐに五十嵐社長を見据えた。そして、さらに言葉を重ねた。あなたこそ、昔から何も変わってないわね。人の話をちゃんと聞かない。自分の価値観だけで全てを判断して、そうやって、どれだけ多くの可能性を潰してきたと思うの？マツコさんの声に、五十嵐社長は何か言いかけた。しかし結局、口を閉ざしたままきびすを返した。開発室には、気まずい空気だけが残されていた。誰もが何を言っていいのかわからず、黙り込んでいる様子だ。俺は、マツコさんの横顔を見つめていた。彼女の表情からは、様々な感情が複雑に交錯しているのが読み取れた。それから数週間後、朝のミーティングで、マツコさんがみんなの前に立った。未来エネルギーエキスポ2025への出展が正式に決定しました。そう発表したとき、会議室に小さな歓声が上がった。来月末に開催される未来エネルギーエキスポ2025はアジア最大規模のエネルギー技術の見本市だ。世界中から革新的な技術や製品が集まり、次世代のエネルギー産業の方向性を決める重要なイベントとして知られている。プロジェクターに投影された会場図を指しながら、マツコさんは続ける。桜エナジーはメインホールの一等地を用意してもらったわ。ここで私たちは次世代バッテリーを核とした地域分散型エネルギーネットワークの構想を発表します。展示ブースのイメージ図が映し出される。中央には実物大の蓄電システム。その周りには離島でのフィールドテストの結果や実際の導入シミュレーションのパネルが設置される計画だ。アジアの離島地域の電力インフラ設備に関心を持つ投資家たちが多数来場される予定です。このチャンスを生かさない手はありません。残り1ヶ月、全力で準備に当たりましょう。マツコさんの声には強い決意が込められていた。会議室の空気が一気に引き締まった。数日後、俺が資料を取りに廊下へ出ると、奥から申し訳なさそうな声が聞こえてきた。あ、もしもし？ごめんだけど、今日も遅くなりそう。そっと様子を伺うと、マツコさんが携帯電話で話している。その声には、どこか切なさが混じっていた。夕飯は、そうね。お弁当を買って帰るわ。今度の日曜日は必ず。お母さんもタケトのこと、いつも考えてるからね。電話を切った後、マツコさんは長いため息をついた。展示会の準備で、連日の深夜残業。週末返上の打ち合わせ。机の上には、まだ手つかずの企画書の山。その合間を縫って、タケト君の学校行事にも出席しようと、一生懸命な様子が、俺の胸に痛みを覚えさせた。母として、経営者として、二つの責任の間で揺れる彼女の背中が、妙に小さく感じられた。その光景を見た翌日、俺は意を決して、マツコさんのオフィスを訪ねた。託児所？企画書を手にしたマツコさんが、少し驚いた表情を見せる。はい。会社の空きスペースを活用して、保育園や幼稚園、小学校が終わった後の子供たちを預かる場所を作れないかと。
でも、そんな予算は。運営費用の試算もしてみました。俺は2枚目の資料を差し出した。実は、社内アンケートを取ってみたんです。子育て中の社員さんが意外と多くて、皆さん同じような悩みを抱えていました。それにここができたら、竹人くんもここで放課後を過ごせます。その言葉に、マツコさんの手が一瞬止まった。会社で働く父親や母親と、子供たちが少しでも長く一緒にいられる。そんな場所があってもいいんじゃないかって。マツコさんは、俺の企画書を真剣に見ていた。そして顔を上げる。いいわ。託児所を作りましょう。それから2週間後、桜エナジーの3階の一角に小さな託児所がオープンした。窓際には子供たちの勉強スペース。奥にはくつろげるソファーとおもちゃコーナー。学習支援のスタッフも配置された。ただいま。放課後になると子供たちの元気な声が響く。親が仕事を終えるまでの時間をここで宿題をしたり、友達と遊んだりして過ごすのだ。お母さん、この問題わかんない。はいはい、今行くわ。仕事の合間に社員たちは子供の様子を見に来る。短い時間でも親子の自然な触れ合いが生まれていた。そして、竹人くんも放課後はここで過ごすようになった。竹人くんと過ごす時間が増えたからか、マツコさんの表情が少しずつ柔らかくなっていくのが分かった。社内託児所が軌道に乗り始めた頃、展示会の準備にも少し余裕が出てきた。俺が託児所の様子を見に行くと、宿題を終えた竹人くんが近づいてきた。ねえ、桂さん。お母さん、今何してるのかな？その質問に、ふと思いつくものがあった。そうだな。よし。せっかくだから見に行こうか。え、本当？この前みたいにお仕事の説明とかしてくれる？竹人くんの目が輝く。ああ、今度はもっとすごいものが見られるよ。その会話を聞いていた託児所の子供たちが次々と集まってきた。私も見たい。僕も行きたい。興味津々な様子で子供たちが俺を取り囲む。じゃあ、今からみんなで会社見学ツアーをしようか。今度は本物の次世代バッテリーも見せてあげられるしね。すごい！やった！その歓声に胸が温かくなる。あの日の社会科見学がこんな形で繋がっていくなんて。社員たちに断りを入れた後、俺は子供たちを連れて会社を案内していった。窓から差し込む夕日が子供たちの笑顔を照らす。その中で、竹人くんが誰よりも嬉しそうにしているのが印象的だった。翌朝、会社に着くと、たくさんの社員が笑顔で声をかけてきた。桂さん、昨日は子供たちが帰ってきてから、すごく楽しそうに話してくれましたよ。特にバッテリーの仕組みの説明がわかりやすかったって。お父さんの仕事すごいんだよって自慢げに話してくれて。うちの娘も理科の自由研究でエネルギーのことを調べたいって、桂さんの説明を聞いて科学に興味を持ち始めたみたいです。本当にありがとうございます。子供たちが親の仕事を理解してくれるってこんなに嬉しいことなんですね。次々と寄せられる感謝の言葉に、俺は少し照れくさくなった。桂くん？振り向くと、そこにはマツコさんが立っていた。その表情はいつもより柔らかく見える。あなたって本当にすごいわね。技術開発だけじゃなく、社員の幸せまで考えてくれて。マツコさんの目が潤んでいた。私ね、ずっと悩んでいたの。会社を大きくすることと、社員一人一人の幸せを守ること。その両立がどうしても見つけられなくて。でも、あなたは教えてくれた。技術は人を幸せにするためにある。そして、その幸せはこんなにも身近なところにあったのだって。マツコさんの方を一筋の涙が伝う。それは経営者としてではなく、一人の母親としての安堵の涙のように見えた。本当にありがとう。誰もいない廊下にその言葉が静かに響いた。俺は心臓を高鳴らせながらも、はいと小さくうなずいた。展示会が来週に迫った金曜日の夕方、準備を済ませ、託児所で子供たちと過ごしていると、竹人くんが俺の膝の上に乗っかってきた。ねえ、高吉さん、今日さ、うちでご飯食べない？突然の誘いに俺は手を止めた。お母さんがね、今日は早く帰れるって、久しぶりにお家でご飯作るんだって。高吉さんも来てよ。竹人くんは嬉しそうに目を輝かせている。その瞳には純粋な期待が込められていた。でもお母さんに確認したの。うん、さっき話した時に高吉さんも誘っていいって。竹人くんは得意げに胸を張る。じゃあ、お邪魔してもいいかな。
やった。タケト君は飛び上がって喜んだ。その無邪気な笑顔になんだか胸が温かくなった。その夜、マツコさんのマンションの玄関を開けると、温かな夕食の匂いが漂ってきた。いらっしゃい。待ってたわよ。マツコさんはエプロン姿で出迎えてくれた。いつもスーツ姿の彼女とは違う。柔らかな雰囲気が新鮮だった。高吉さん、こっちこっち。タケト君に手を引かれるままリビングへ案内される。広すぎず狭すぎない空間は随所にぬくもりが感じられた。高吉さん、俺の部屋を見る？新しいプラモデル作ったんだ。タケト、お母さんがお料理してる間だけよ。マツコさんの優しい声にタケト君は勢いよくうなずいた。子供部屋にはきちんと片付けられた本棚と机があった。その上には半分組み立てられた宇宙船のプラモデルが置かれている。これ難しいところがあって。じゃあ一緒にやってみようか。時間を忘れて夢中になっていると、リビングからマツコさんの声が聞こえた。二人ともご飯できたわよ。テーブルには色とりどりの料理が並んでいた。ハンバーグに季節の野菜炒め、具沢山の味噌汁、すべてが手作りの優しい味わいだ。いただきまーす。タケト君の元気な声で食事が始まる。ママのハンバーグ最高だろ？うん、本当に美味しいね。でしょ？俺ママの料理が大好きなんだ。タケト君の無邪気な自慢にマツコさんが照れたように微笑む。食事の後、タケト君はソファーでうとうとし始めた。タケト、お布団で寝なさい。でも、まだ高吉さんと。そう言いながらも、まぶたが重そうに閉じていく。俺がタケト君を抱き上げ、子供部屋まで運んだ。ベッドに寝かせると、すぐに安らかな寝息を立て始めた。布団をそっとかけ、部屋を出ると、リビングではマツコさんがコーヒーを入れていた。今日は本当にありがとう。タケトがあんなに楽しそうにしているの久しぶりに見た。窓際のカウンターに腰掛けながら、マツコさんが静かな声で言った。夜景を背に、マツコさんの横顔が柔らかく浮かび上がる。タケト、最近本当に生き生きしているわ。マツコさんは子供部屋の方を見やりながら、そっと微笑んだ。それから少しうつむく。あの子、父親のことはあまり覚えていないの。2歳の時に別れたから。その言葉に、俺は思わず顔を上げた。マツコさんの表情が少し曇る。窓の外に広がる夜景を見つめながら、マツコさんはカップを両手で包み込むように持ち、ゆっくりと話を続けた。私とクイチは大学の同じ研究室だったの。2人で夢を語り合って、技術で世界を変えようって、卒業後すぐに会社を立ち上げたわ。彼が経営を、私が技術開発を担当して、二人三脚で会社を大きくしていったの。そしてタケトが生まれて、初めは本当に幸せだった。その声には、懐かしさとどこか切なさが混ざっていた。窓の外を見つめながら、マツコさんは続ける。でも、会社が大きくなるにつれて、彼は変わっていった。技術者の意見を軽視するようになって、とにかく利益って、夢なんかより現実を見ろって。開発部門の予算は次々とカットされて、優秀な技術者たちが辞めていくのを、ただ見ているしかなかった。彼は、これが経営なんだって言うばかりで。マツコさんは深いため息をついた。コーヒーカップがわずかに震えている。結局、夫婦としても限界が来て、タケトのことで最後まで話し合ったけど、私たちの価値観はもう埋まらなかった。それで離婚して、私は新しい会社を立ち上げたの。そこまで話して、マツコさんは俺の方を向いた。すると、クイチの会社の職人さんたちや技術者の方々が何人も私についてきてくれたの。マツコさんの理想にかけたいって、みんな家族があって生活があるのに、私の夢を信じてついてきてくれた。だから、絶対に守らなきゃいけないって思ったの。でも気がついたら、私も仕事に追われて、タケトとの時間がどんどん減っていって。少し苦笑いを浮かべるマツコさんの声が、かすかに震えていた。コーヒーカップを強く握る指が白くなっている。結局、私のやってることってクイチと同じなんじゃないかって。大切なものを見失って、ただ前だけを見て走ってるだけなんじゃないかって。月明かりに照らされたマツコさんの横顔に一筋の涙が光った。違います。思わず声が出た。月明かりの中でマツコさんが俺の方を向いた。
俺は言葉を続ける。マツコさんは、クイチさんとは全然違います。それはタケト君も分かっています。子供って、親の本当の姿を見抜いているものなんです。タケト君は、あなたが一生懸命に頑張ってることをちゃんと知ってます。だからこそ、今日もあんなに嬉しそうに、お母さんの料理のことを自慢してくれたんじゃないですか。涙を拭おうとするマツコさんの手をそっと止める。仕事のこともタケト君のことも何でも相談してください。社長だからって誰かに頼っちゃいけないなんてことはないんです。俺はもっとマツコさんの力になりたい。一緒に頑張っていきましょう。窓から差し込む月明かりが俺たちの間を優しく照らしていた。マツコさんの目が潤む。マツコさんの指先がそっと俺の手に触れる。心臓の鼓動が少しだけ速くなった。ありがとう。囁くような声が夜の空気に溶けていく。俺たちは何も言わず、ただ見つめ合っていた。イベント当日、会場に朝日が眩しく差し込んでいた。俺は展示ブースの最終確認を行っていた。中央に設置された次世代バッテリーのデモ機が静かに稼働音を立てている。その周囲を離島での実証実験データや導入シミュレーションのパネルが取り囲む。商談スペースも確保され、投資家との具体的な話し合いにも対応できるよう準備は万端だった。エントランスホールを見ると、すでに長蛇の列ができていた。世界各国のバッジをつけたスーツ姿の人々や、首から大きなカメラを下げた報道陣、メモ帳を手にしたアナリストたちが見える。あれ、東南アジア最大の投資ファンドの CEO じゃない？あそこの紺のスーツ姿は、欧州の大手エネルギー企業の重役だぞ。ざわめきが会場内に広がっていく。俺も、この規模の前には少し気遅れを感じていた。高吉さん！突然、後ろから元気な声が響いた。振り向くと、そこにはタケトを先頭に、託児所の子供たちがかけてきていた。みんなどうして？応援に来たんだよ。タケトが、頑張れ、桜エナジーと書かれた手作りのプラカードを掲げる。他の子供たちも、思い思いのメッセージカードを手に、満面の笑顔を見せていた。パパとママの会社、すっごく素敵なんだよって、お友達に自慢したいの。高吉さんが教えてくれた科学、今日は実物が見られるんでしょ？子供たちの無邪気な声に緊張が少しずつほぐれていく。高吉くん。マツコさんが近づいてきた。彼女の目には強い光が宿っていた。見て、私たちにはこんなにも素敵な応援団がいるのよ。これを絶対に成功させて、社員たちとその家族に誇らしい姿を見せたい。そうでしょ？その言葉に俺は深くうなずいた。始めましょう、高吉くん。マツコさんの声に新たな決意が湧いてきた。イベントではメインステージでの企業プレゼンテーションと常設展示ブースでの終日展示の2部構成で行われていた。メインステージでは各企業に10分間のプレゼンテーション枠と5分間の質疑応答時間が設けられ、業界の注目企業が順番に登壇していく。そして、その発表内容に興味を持った来場者が各社の展示ブースを訪れ、より詳細な説明を受ける流れだ。まもなく、桜エナジー様のプレゼンテーションを開始いたします。場内アナウンスが流れる中、俺は気を引き締める。このメインステージでの発表を成功させ、その後のブース展示でさらに具体的な提案ができれば、きっと会社の未来が大きく開けるはずだ。マツコさんが静かにうなずいた。メインステージ中央に設置された実機の前で、プレゼンテーションが始まった。俺の声が会場に響く。桜エナジーの次世代エネルギーソリューションについてご説明させていただきます。まず、私たちが開発した次世代バッテリーの特徴ですが、従来のリチウムイオンバッテリーと比較してエネルギー効率が10倍以上となっております。さらに、重放電サイクルは3倍以上を実現しています。スクリーンに詳細なデータが映し出される。会場から小さなどよめきが上がる。そして最大の特徴がこの AI 制御システムです。使用環境や負荷状況に応じて最適な重放電パターンを自動で選択。これによりあらゆる環境下での安定稼働を実現しました。実機のモニターにリアルタイムのデータが表示される。安定した出力値の推移に会場から歓声が上がった。この技術を応用し、私たちが提案するのが地域分散型エネルギーネットワークです。特に離島地域での実証実験では、太陽光や風力で発電した電力をこのバッテリーで効率的に蓄電。
24時間365日、安定した電力供給を実現できました。初期投資は従来システムの 1.5 倍となりますが、ランニングコストは 60% 削減。さらに、災害時のバックアップ電源としても機能するため、地域のレジリエンス向上にも貢献できます。スクリーンが切り替わる。具体的な導入事例とコストシミュレーションを示しながら説明を続けた。俺の説明に会場の空気がみるみる熱を帯びていった。投資家たちは熱心にメモを取り、記者たちのカメラのフラッシュが瞬く。そして何より、前列で目を輝かせて見つめる子供たちの姿が俺の背中を押していた。そして私たちはこの技術を通じて、待て！その時、俺の言葉を遮り、怒号が会場に響き渡った。観客席から毛利さんが立ち上がり、ステージに向かって駆け上がってきた。その技術は我が社のものだ。感動電気の技術を盗んで、よくもこんな発表ができたものだ。会場が一瞬で騒然となる。毛利さんは報道陣の方を向くと声の調子を変えた。それだけじゃない。この会社の女性社長、茜松子を見てください。子供をほったらかしにして、こんな見せ物に精を出している。子供を犠牲にして会社の利益だけを追い求める母親の経営する会社に大切な技術を任せられるでしょうか。周囲からはざわめきが広がっていった。技術の盗用。業界最大手の感動電機が言うのなら本当なのかも。育児放棄だなんて母親失格だな。こんな会社に投資して大丈夫なの？会場の至るところで否定的な声が響き始めた。投資家たちが不安げに顔を見合わせる。さらにカメラのフラッシュが一斉にステージ袖にいるマツコさんに向けられる。新興企業による技術盗用疑惑。美人社長に子育て放棄の疑い。これは大スキャンダルになりそうですよ。せっかくの発表が一瞬にして別の方向へ流れていく。前列で不安そうに立ちすくむタケト君が目に入った。そんな息子の姿にマツコさんの表情がこわばる。俺はゆっくりとマイクを握り直した。毅然とした態度で毛利さんと向き合う。毛利さん、あなたの言い分はすべて事実無根です。はっ、証拠があるのか。あるなら見せてみろ。いいでしょう。まずはこちらをご覧ください。俺は落ち着いた声で告げ、スクリーンに新しい資料を映し出す。こちらは特許出願書類です。出願日は2024年1月15日。出願人は桂高義となっています。会場のスクリーンには特許庁の受理印が押された書類が映し出された。毛利さんが血相を変えて叫ぶ。特許を取っていたのか。だけど、公開広報で検索しても出てこなかったぞ。偽造したんじゃないのか。実は、開発が最終段階に近づいた時点で、すでに弁理士の先生と法律事務所に相談を始めていました。すべて個人の時間と費用で。なんだと？会社が興味を持たなかった研究だからこそ、自分自身の権利として抑えておかなければいけないと考えたんです。それに、出願から公開までには1年半ほどの期間があります。特許の公開広報もまだ発行されていない。だから、通常の検索ではヒットしないんです。毛利さんの顔が青ざめていく。毛利さん、あなたはこの研究なんて無駄だ。夢物語に固執するなと言い続けましたよね。だから、まさか私が自前で特許を取得しようとしているなんて思いもよらなかったんでしょう。会場に重い沈黙が落ちる。俺は続けて証拠を出していった。次に、感動電機との雇用契約書、第23条をご確認ください。会社の業務と無関係な研究や開発については、個人所有となる、という条項が明記されています。さらに、こちらはこの研究に関するすべての材料購入の領収書です。私個人の口座からの支払い記録です。実験ノートの日付と完全に一致しています。資料を次々とスクリーンに映し出す。購入日時、金額、支払い方法、すべてが克明に記録されていた。そして最後に、この技術の私の研究記録です。大学時代からの実験ノート10冊分のデジタルスキャンです。日付入りの写真や研究室の教授のサインもすべて記録されています。スクリーンには日付順に並べられた膨大な研究記録が映し出される。手書きの実験データ、失敗の痕跡、夜を徹して書き続けたノートの数々。そのすべてが、この技術が一朝一夕には生まれなかったことを物語っていた。毛利さんの口から言葉が消えていく。反論しようとしても、確かな証拠の前では何も言えないようだ。そこへ、マツコさんがゆっくりと立ち上がった。
会場の注目が一斉に彼女に集まる。私からも申し上げます。子供は私の一番の宝物です。だからこそ、子供たちに誇れる仕事をしたい。そう思ってここまで歩んできました。見てください。ここにはちゃんと子供たちが応援に来ています。笑顔で、自分の親の仕事を誇りに思って。マツコさんは会場の前列を指さした。託児所の子供たちが元気に手を振る。その姿に会場からは小さな温かいため息が漏れた。その時突然、タケト君が立ち上がり、毛利さんの方へ向き直る。僕はママが大好きなんだ。だってすっごく頑張ってるのを知ってるもん。お仕事で遅くなる時も必ず電話してくれるし、休みの日は一緒に過ごしてくれる。それに、高吉さんだって俺たちのことをいつも考えてくれる人だよ。託児所で宿題を教えてくれたり、会社のことわかりやすく説明してくれたり。だから、ママと高吉さんのこと勝手に言わないで。小さな体で精一杯の声を張り上げるタケト君の横で、他の子供たちもうなずき始める。その姿に会場全体が息を飲んだ。タケト君を支えるかのように、マツコさんが彼の肩に手を添えた。そして、毛利さんを睨む。わかりましたか、毛利さん。あなたの言葉は高吉君の言う通り、何もかもが事実無根ですよ。マツコさんの声は静かでありながら力強かった。誰からともなく小さな拍手が始まった。それは次第に大きくなり、会場全体に広がっていく。毛利さんは次第に顔を上げられなくなっていった。ステージからそっと身を翻すと慌ただしく去っていった。発表会は予定より15分遅れで再開された。先ほどの出来事がむしろ会場の空気を引き締めていた。では改めまして、この技術の具体的な応用例についてご説明させていただきます。俺の声が静まり返った会場に響く。今度は誰もが真摯な眼差しで聞き入っていた。発表後、桜エナジーのブースには人だかりができた。アジア最大手の投資ファンドが具体的な投資を申し出、欧州の大手電機メーカーからは技術提携の打診があった。俺たちの発表は大成功となり幕を閉じた。翌日から SNS では毛利さんの乱入シーンを捉えた動画が拡散され、それをきっかけに元社員たちが有能な技術者の退職、葬り去られた研究の数々などの証言を次々と始めた。大手メディアの報道も相次ぎ、感動電機の株価は1週間で 30% 以上下落。取引先との契約見直しも始まった。さらに会社の内部調査で驚くべき事実が明らかになった。防犯カメラの映像に毛利さんが深夜に俺の机を漁る姿が残されていたのだ。さらに、彼が社内システムから大量のデータを抜き取った形跡も見つかった。毛利さんはどうやら来月に予定されていた新技術発表会の場で、俺の次世代バッテリーを自身の開発として発表するつもりだったらしい。プレゼン資料まですでに用意されていたという。俺を無能と決めつけ、徹底的に貶めていたのは全て計算だった。誰もが俺が革新的な技術を生み出すはずがないと思い込むように仕向けていたのだ。会社は彼を刑事告訴し、民事でも訴訟を起こした。毛利さんは技術業界から永久に追放される形となった。先日、毛利さんを駅前で見かけた。すれ違いざま、彼は俺に気づいたようだったが、そのまま人混みに消えていった。そして、関東電機本社では、記者会見が開かれた。五十嵐社長は深々と頭を下げ、謝罪の言葉を述べる。この度は、弊社幹部の不適切な行為により、多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたこと、深くお詫び申し上げます。だが、報道陣からの質問は容赦なかった。なぜこのような事態を防げなかったのですか？技術者軽視の体質は、社長であるあなたの責任ではないのですか？五十嵐社長は質問の一つ一つに言葉を詰まらせ、ただ、申し訳ありませんと繰り返すばかり。その空虚な謝罪に、SNS では批判が渦巻いた。一週間後、臨時取締役会が開かれ、五十嵐社長の解任が決定した。かつては従順だった取締役たちからも、新しい体制で信頼回復をと退陣を求められ、五十嵐社長は何も言わずに会議室を後にしたという。一方、桜エナジーは好調を続けていた。次世代バッテリーを核とした地域分散型エネルギーシステムは、インドネシアの離島で初の実用化を果たし、大きな成功を収めた。24時間365日、安定した電力供給というニュースは世界中のメディアで取り上げられた。会社は急成長を遂げ、
社員数は3倍に。新しいオフィスは以前の倍以上の広さになった。3階の託児所はさらに充実した設備となっていた。放課後になると子供たちの元気な声が響き渡る。宿題を教え合ったり、新しいおもちゃで遊んだり、時には親たちも加わって即興の科学実験教室が始まることもある。パパ、今日の実験すっごく面白かった。ママ、次は何を教えてくれるの？帰り際の廊下では子供たちが親の手を引っ張りながら楽しそうにおしゃべりする姿が見られた。社員食堂では家族で食事を楽しむ光景が日常となっていた。新入社員からベテランまでみんなが生き生きと働いている。うちの会社って本当に素敵ですよね。ある社員がそうつぶやいたとき、周りから自然とうなずきの輪が広がった。それは確かな絆が育まれている証だった。秋の終わりを告げる夕暮れ時、社長室の前を通りかかったとき、少し開いたドアの隙間から、五十嵐さんとマツコさんの姿が見えた。五十嵐さんは随分と痩せていた。深いシワが刻まれた顔で、静かに頭を下げている。申し訳なかった。すべては俺の過ちだった。技術を軽視し、人の心も見ようとしなかった。そして、あの時のお前の決断も今ならわかる。竹とのことももっと考えるべきだった。父親として最低の振る舞いだった。夕暮れの光が二人の間に長い影を落としている。マツコさんがゆっくりと微笑んだ。ありがとう。その言葉を聞けてよかった。マツコさんの声は静かでありながら温かみを帯びていた。その言葉に五十嵐さんの肩が小さく震えた。しばしの沈黙の後、五十嵐さんは覚悟を決めたように顔を上げた。マツコ、俺たちもう一度やり直せないだろうか。竹とのためにも家族として一緒に過ごせる時間を取り戻したい。もう一度三人で暮らせないだろうか。今度はお前の夢も竹との成長も全てを大切にできる。そう信じているんだ。俺は思わず息を飲んだ。マツコさんはそっと視線を床に落とす。ごめんなさい。でも、それはできない。確かに、あなたは変わった。それは素直に嬉しく思う。でも、私たちはもう、違う道を歩き始めているの。私には新しい夢があって、それを共に追いかける仲間がいる。マツコさんの声は、優しくも確固としていた。五十嵐さんは黙り込んだ。でも、クイチがタケトの父親であることは変わらない。今まで距離を置いていた分、これからはもっとタケトと向き合ってあげて。父親としてできる精一杯の愛情を。それが私からのお願い。夜の帳が降りていく中、マツコさんの言葉が静かに響いていた。それは決して冷たい拒絶ではなく、新しい親子の関係への希望のように聞こえた。五十嵐さんが帰った後、俺はオフィスに戻った。部屋には静かな夜の空気が流れていた。高吉くん、お茶でもどう？不意にマツコさんがやってきて、穏やかな笑顔で訪ねてきた。俺は遠慮がちにうなずく。二人で屋上のテラスに出ると、秋の夜空に星が瞬いていた。しばらくの沈黙の後、俺は少しためらいながら口を開いた。実はさっき、五十嵐さんとマツコさんが喋っているのを聞いてしまったんです。すみません。あら、そうだったの？マツコさんは柔らかな表情を浮かべた。本当にあれでよかったんですか？五十嵐さんのこと。むしろ、ちゃんと区切りをつけられてよかった。夜風が俺たちの間を通り抜けていく。マツコさんは夜景を見つめながら続けた。私ね、もう決めていたの。次に進もうって。だって、新しい夢を見つけたから。それに、新しく家族になりたい人も。マツコさんが俺の方を見つめた。俺は目を丸くした。心臓が早金のように打ち始める。マツコさんは静かに続ける。タケトがね、この前私が最近笑顔なのは高吉さんがいるからだよって言ったの。それで気づいた。私はあなたのことが好きなんだって。あの日、タケトが連れてきてくれた人がこんなにも大切な存在になるなんて思ってもみなかった。風がマツコさんの髪を揺らす。彼女の言葉に胸が熱くなる。俺こそ、タケト君があの日声をかけてくれなかったら、こんな幸せはつかめなかった。技術のことを信じてくれる人がいる。夢を共有できる人がいる。そして、大切な家族になりたいと思える人がいる。俺も、マツコさんが好きです。タケト君と一緒に、新しい家族として、一緒に歩いていきたい。マツコさんの手が、そっと俺の手に重なった。
今度の休みに、竹とも連れて3人で遊園地に行かない？そこで、竹とにあなたを父親として迎えたいって報告したいの。もちろん、タケト君が受け入れてくれるといいけれど。そんなの、大歓迎に決まってるじゃない。クスクスと笑うマツコさんの手を、俺はぎゅっと握り返した。夜空には満天の星が輝いていたが、今のマツコさんの笑顔の方がとても美しいと思った。夢を追いかけることは、時として孤独な戦いになる。俺は誰からも理解されず、否定され続けた時期もあった。でも、自分の信じる技術への情熱を決して手放さなかった。大切なのは、自分の信じる道を諦めないこと。たとえ周りから理解されなくても、真摯に取り組み続ければ、必ず誰かが気づいてくれる。そして、その出会いは人生を大きく変えてくれるだろう。そうそう。お前ってバツイチだったよな。高校の同窓会、幹事が突然俺の近況を大声で周囲に言いふらした。周囲が驚く中、俺はうなずく。ああ、まあな。しかも子供いるんだろ？高卒のシングルファーザーか。大変だよな。幹事の声がやけに大きい。周りの視線が痛い。彼は俺を見下すようににやりと笑いながら言葉を続けた。俺はお前と違ってエリート街道まっしぐらなんだよ。人生を思い通りに進んでる。そうだ、実は俺婚約したんだ。しかも相手は、ほら、ここにいるお前が振られた女だぜ。幹事は近くに座っていた女性の肩を叩いた。俺の元カノだった。えへへ、そうなの。彼にして大正解。彼、大手の建設会社にヘッドハンティングされたんだって。俺の話は婚約発表の前座だったのだろうか。帰ろう。そう考えた瞬間、店の入り口で小さな騒ぎが起こる。黒塗りのベンツが止まっていた。パパ！こんな時間まで起きてたのか？抱きついてきた娘の頭を撫でる。娘は幹事の顔を見ると首をかしげた。おじさん見たことあるよ。パパの会社の前で泣いてたよね。幹事の顔がみるみる土毛色に変わっていく。彼は自分のしでかしたことを深く後悔することになるのだが、時すでに遅し、人生は時として思いもよらない展開を見せる。この夜はまだ始まったばかりだった。俺の名前は千歳慎吾。今日も変わらず窓際の席でパソコンに向かっていた。連日仕事が忙しく、ついつい頭がぼんやりしてしまう。きちんと睡眠を取らなければな、と反省し、頭をリセットするために少し外の風を浴びることにした。コンビニでペットボトルのコーヒーを買った後、使用のスマートフォンにメッセージが届いていることに気がついた。画面を確認すると、高校時代の同級生からだ。同窓会やるぞ。来週の土曜な。同窓会か。断る理由はないし、働き詰めの毎日だったから、久々に友人に会って、いろいろな話をしたいと思っていたところだ。参加すると返信して、当日を待つ。楽しみだなと思いながら、仕事に戻った。そして、訪れた同窓会当日。新宿の居酒屋に入ると、すでに十数人が集まっていた。もちろんみんなが少しずつ、年を重ねていた。スーツ姿も多いが、俺は会社で着替えていたため、カジュアルな服装でいられた。今日は、ただの同級生の一人として過ごしたかったのだ。お、千歳じゃん。滝川正樹の声が響く。彼が今回の幹事だ。昔から派手な性格で、クラスの人気者だった男である。今は大手商社でバリバリ働いているらしい。滝川、久しぶり。席に着くと、すぐに各々の間で質問合戦が始まった。仕事は？彼女は？結婚は？俺も同じように質問されたので、まあ、そこそこの会社で働いてる、と曖昧に答える。すると突然、滝川が会話に割り込んできた。そうそう、千歳ってバツイチだったよな。ああ、まあな。だよな。しかも面白いことに、滝川はわざとらしく間を取る。まるで次の言葉の効果を最大限に引き出そうとするかのように。子供までいるんだよな。シングルファーザーってやつ？子供がいることは隠すことでもないし、恥ずべきことでもない。ただ、滝川の目に、
からかうような色が浮かんでいることに気づき、返答をためらった。それでも、素直にうなずくことにした。へえ。そうだったんだ。ねえ、子供って何歳？誰かが興味本位で尋ねる。小学3年生だよ。俺が答えると、再び滝川が横から割り込んできた。かわいそうに。母親と離れて暮らすことになっちゃって。しかもさ。滝川が声を潜める。周囲が自然と身を乗り出す。元嫁、外国人だったんだよな。その言葉にさらなる興味の目が集まる。で、向こうで知り合ってすぐ結婚したけど、まあうまくいかなかったと。滝川の声には明らかな皮肉が含まれていた。バツイチでシングルファーザーって大変だよな。滝川の声がやけに大きい。まるで一人でも多くの人間に俺の現状を伝えるかのように。案の定周りの視線が一斉に俺に集まる。みんなの顔が一瞬にして同情的な表情に変わる。その視線が俺の心に重くのしかかってきた。いや、別に大変ってほどじゃないよ。俺は淡々と答える。しかし、その声は周囲の囁きに消されていく。子育て一人でやってんの？実家とかは？ああ、まあ、母さんが時々手伝ってくれてる。やっぱりね。滝川が大きな声で言う。母親に頼らないと子育てもままならない。そりゃそうだよな。高卒でしかもバツイチじゃ。その言葉に周囲からさらに同情の目が集まる。それは純粋な思いやりというより、どこか上から目線の同情だった。大変だよね。子供の教育費とか、シングルで子育てはきついでしょう。次々と投げかけられる言葉。その一つ一つが同情と哀れみを含んでいた。滝川は満足げな表情でこの状況を眺めている。彼の狙い通り、俺は同情される存在として扱われ始めていた。こういう反応は予想していたが、実際に経験すると想像以上に居心地が悪い。バツイチであることは事実だし、娘と二人で暮らしていることも事実だ。だが、それは決して不幸な状況ではない。むしろ、娘との時間は俺にとってかけがえのないものになっている。ねえ、養育費とか、ちゃんと払ってもらってるの？外国人の奥さんって文化の違いで大変だったんでしょ？子供の将来が心配よね。同情的な声がまた一つ重なる。その声の重みが俺の肩に次々とのしかかってくる。そんな空気を一変させたのは、元凶であった滝川の大きな声だった。ああ、そうそう。みんな聞いてくれよ。滝川が立ち上がり、グラスを手に取る。その表情には、どこか優越感めいたものが浮かんでいた。実は俺さ、婚約したんだ。お相手は彼女。滝川は、近くに座っていた一人の女性の肩を叩いた。その動作を見た俺は、息が止まりかけた。なぜなら、その相手は、俺の元カノだったから。恵子ちゃんと？周りから驚きの声が上がる。その反応に応えるように、恵子が立ち上がった。相変わらず、綺麗な女性だった。そうなの。恵子の声が柔らかく響く。昔と変わらない声。でも、その声色には、俺の知らない色が混ざっていた。まさきとは、去年の夏に再会してね。恵子が婚約までの経緯を話し始める。俺は黙ってグラスを握りしめていた。酒がまずい。喉を通るたびに胃の中が焼けるような感覚がする。彼にして大正解。なんと彼、大手の桜建設にヘッドハンティングされたんだって。恵子の言葉に周りが湧き立つ。あの桜建設？すごい。確か、駅前の商業施設、桜建設だよな。めっちゃおしゃれなとこ。すごい会社じゃん。やっぱり、滝川はエリートだよな。称賛の声が飛び交う。滝川は満足げな表情でグラスを傾けている。実はさ、滝川が声のトーンを落として周りに身を乗り出すように話し始めた。その仕草はまるで何か重大な機密を漏らすかのようだった。オフィスは超高層ビルの上層階でさ、応接室から見える夜景がやばいんだよね。まさに勝ち組の景色って感じ。すげえ。羨ましい。歓声が上がる。恵子は滝川の腕に寄り添いながら得意げな表情を浮かべていた。ねえ、年収いくらくらいなの？誰かが小声で尋ねる。それはまだ言えないけど、前の倍以上ってところかな。
おお。周囲からため息混じりの驚きの声が漏れる。つーか、高卒で苦労してる奴とは人生の格が違うよな。滝川の視線が明らかに俺に向けられた。その目には露骨な優越感が浮かんでいる。ほんとそれ、親のせいで大学行けないとかさ。誰かがそう言って俺の方をチラチラ見る。でも仕方ないよね。そういう人生もあるんだから。恵子の声には上から目線の同情が滲んでいた。付き合っていた時には決してこんな態度ではなかったのに。そうそう、子育ても大変だろうし、な。滝川がわざとらしく俺に語りかける。いや、別に。やっぱり人生って学歴だよね。そうそう、大学出てないと、こういうチャンスもつかめないし。子供にもいい教育受けさせられるしね。小声で交わされる会話が俺の耳に突き刺さる。俺は静かにグラスを置いた。もう、この場に居続けたいとは思えなかった。帰ろうか。そう考えた瞬間だった。店の入り口で小さな騒ぎが起こる。あ、舞子ちゃんだ。振り向くと、そこには赤平真由子の姿があった。高校時代、誰もが振り返る美人として有名だった。今もそこかしこから簡単のため息が漏れるほど美しい容姿をしている。赤平さんは周りの視線を集めながらゆっくりと店内に入ってきた。彼女の姿を見た瞬間、俺の心臓が大きく跳ね上がった。その姿は相変わらず周囲の視線を集めている。仕事で遅くなっちゃった。もうすぐ一次会終わっちゃうね。彼女の声が騒がしい店内に柔らかく響く。その声を聞いた瞬間、俺は思わず目を伏せた。声が震えないように呼吸を整えながら、ゆっくりとグラスに口をつける。視線を落としていた俺は、ふと隣の席が空いていることに気がつく。そして次の瞬間、赤平さんがその席に腰を下ろした。ほのかに漂う香水の香り。その香りが俺の鼓動をさらに加速させる。千歳くん、もう結構飲んでる？彼女が俺に微笑みかける。その表情は変わらず優しく、俺は一瞬言葉を詰まらせそうになった。隣に座られただけで、すでに呼吸が苦しい。ああ、まあね。精一杯の落ち着きを装って返事をする。それでも、声が少し震えているのが自分でも分かった。テーブルの向こうでは、相変わらず滝川と稽古を中心に話が盛り上がっている。だが今は、その声が遠くに聞こえる。赤平さんの存在が、俺の意識を完全に支配していたからだ。ね、千歳くんは二次会行くの？突然の問いかけに、俺はとっさに返事をしていた。ああ、行こうかな。一生懸命に平静を装って答えたつもりだったが、声が裏返りそうになる。一次会の時点で帰ろうとしていたのに、ついうなずいてしまった。じゃあ私も行くわ。ゆっくり話そう。うん。彼女の言葉に、俺の胸の鼓動が激しくなった。赤平さんのおかげで、二次会でも話題は尽きることなく、気がつけば午後11時を回っていた。彼女がいなかったら、ここまで楽しい時間にはならなかっただろうな、と思える。じゃあ、そろそろお開きにしようか。滝川の声にみんなが同意するようにうなずく。店を出ると、夜の冷たい空気が頬を撫でた。俺は思わず首元を引き締める。タクシー相乗りする人、滝川が声をかけた時だった。店の前に一台の黒いベンツが静かに停車した。みんながチラチラと横目でベンツに興味を示す中、運転席から身なりの整った初老の男性が降りてきた。彼は俺のそばまでやってくると頭を下げた。信号様、お迎えに参りました。運転手の丁寧な声が静まり返った空気の中に響く。は？近くで聞いていたのだろう。滝川の間抜けな声が漏れた。滝川の目は俺と運転手を交互に見つめている。すみません。遅くなるから帰ってもらっていいのに。俺が運転手に返事をした瞬間だった。後部座席から小さな影が飛び出して、まっすぐ俺に向かって駆け寄ってくる。パパ！娘のランだ。ラン、こんな時間まで起きてたのか？抱きついてきたランの頭を優しく撫でる。周りの空気が一気に変わった。慎吾、何その車と運転手。あなたたち、一体何者？稽古の声が震えている。その問いに答えたのはランだった。何者？パパはパパだよ。ランのパパ。そうじゃなくて、ランの毒気のない返事に、
恵子は戸惑っている。あとはね、桜建設の社長さんなんだよ。すごいでしょ？その無邪気な声に周囲から驚きの声が上がった。はあ、桜建設って。嘘だろ？そんな中、滝川の様子がおかしくなる。みんなをかき分け、俺の前までやってきた。待てよ、お前が。まさかそんなはず。だってお前、高卒だろ？大学行けなくなったんだよな。そうだけど、大学に行けないからといって、社長になれないとは限らないよ。動揺を見せる滝川に、俺ははっきりと言った。確かに、俺は同窓会の途中に話題に上がった桜建設の社長だ。そして、最終学歴は高校である。あれは、18年前。俺は確かに、早稲田大学の創造理工学部の建築学科に合格していた。高校時代までの成績は良かったし、将来への夢も描いていた。でも、人生は思い通りにはいかない。父が急性の脳梗塞で倒れたのは、合格発表の2日後だった。突然のことで、家族全員が混乱した。幸い命に別状はなかったが、後遺症が重く、リハビリに専念しなければならない。もともと金に困窮していた我が家に、高額な医療費がのしかかった。母は一生懸命に働いた。でも、父の治療費と妹の高校進学を考えると、大学の学費なんて、とても払える余裕はなかった。それどころか、俺が大学に行っている場合ではないと感じた。大学は諦めるよ。その時の決断を、今でも覚えている。両親には猛反対された。奨学金制度で通うことはできたが、家計が逼迫していることに変わりはない。父には、家の心配をせず、療養に専念して欲しかった。俺が働けば、済む話、だと思ったのだ。就職活動を始めた時、たまたま目にしたのが、桜建設の求人だった。当時は、まだ中堅企業。でも、その分野での評価は高かった。面接で、俺は全てを話した。大学進学を諦めた理由も、家族のことも。そして、これからの夢も。面接官は、黙って俺の話を聞いていた。そして、最後にこう言った。君はきっと、どんな場所でも努力ができる人間だろう。その場所が我が社であれば、こんなに嬉しいことはないよ。それが、全ての始まりだった。入社してからは、誰よりも働いた。朝一番に出社し、夜遅くまで仕事を覚えた。休日も自主的に勉強会に参加し、建設業界の知識を吸収していった。家族を思って、ただひたすらに前を向いて歩いた。父の容体が安定し、妹が志望大学を考える時期になると、ますます頑張れた。入社から3年、俺はシンガポールの新規プロジェクトのメンバーに選ばれた。若手には珍しい海外案件だった。千歳には才能がある。努力できる才能が。上司はそう言って、俺を推薦してくれた。その言葉が、さらなる向上心の原動力になった。シンガポールでは、想像以上に厳しい現実が待っていた。言葉の壁、文化の違い、プレッシャー。でも、それを乗り越えるたびに確実に成長していった。5年間の海外勤務で3つの大型プロジェクトを成功させた。シンガポール中心部に建設した大規模商業施設、オーキッドプラザ。マリーナベイエリアの再開発事業。超高層オフィスビル、シンガポールスカイタワーの建築プロジェクト。協力会社や技術者同士の連携が難航したが、交渉力を駆使してチームをまとめ、予定予算内で完工までこぎつけた。その実績が認められ、帰国後には本社の役員に抜擢された。シンガポールから帰国して3年が経った頃、突然の出来事が起きた。当時の社長が重い病に倒れたのだ。その知らせを聞いたとき、胸が締め付けられる思いだった。社長は俺にとって単なる上司以上の存在だった。家族の事情で大学進学を諦めた俺を採用し、常に励まし、導いてくれた恩人だった。取締役会は緊急招集された。後継者問題が議題の中心だった。当然、年功序列や株式保有比率を中心に考えられるものだと思っていたが、社長は病床から一通の手紙をよこした。私の後継者として千歳慎吾を推薦する。その言葉を手紙を読んだ秘書が告げたとき、俺は言葉を失った。手紙には続きがあった。彼には人としての器がある。学歴や経験年数では測れない本質的な経営者としての資質を持っている。シンガポールでの実績はその証明だ。彼は常に
会社と社員のことを第一に考え行動してきた。彼は我が社の夢だ。取締役会では激しい議論が交わされた。若すぎる、経験が足りないという反対意見が大半を占めた。しかし、シンガポールプロジェクトを共に戦った役員たちが強く俺を押してくれた。千歳君ほど現場を知っている人間はいない。彼なら若さを武器に新しい時代の風を吹き込んでくれる。何より彼には信念がある。最終的に取締役会は満場一致とはいかなかったものの、俺を新社長として選任することを決定した。その知らせを受けたとき、俺は病室の社長を訪ねた。私の目に狂いはないよ。社長はそう言って、弱々しくも温かい笑顔を見せた。これからは君の時代だ。桜建設を君の色に染めてくれ。その言葉を胸に刻み、俺は重責を担うことを決意した。年齢や学歴という既成概念に縛られることなく、自分の信念を貫くことを誓った。そんな経緯を知る由もない滝川は、目を見開いたまま固まっていた。稽古も同じように、信じられないという表情を浮かべている。嘘だろ？まさか、お前が。滝川の声が震えている。先ほどまでの高慢な態度は消え、困惑に満ちた表情になっていた。不意に、娘の蘭が滝川をじっと見つめた。まるで顔を確かめるように、首をかしげながら何度も瞬きを繰り返している。蘭、どうした？俺が声をかけると、蘭はふと目を丸くしていった。おじさんの顔、見たことあるよ。その場にいた全員の視線が一気に蘭と滝川に集まる。滝川は怪訝そうな顔をして彼女から視線をそらせない。蘭は何か思い出すようにポンと手を叩いた。そうだ、パパの会社の前で泣いてたよね。この間。蘭の無邪気な声が静かな店内に響き渡る。その瞬間、滝川の表情がみるみる青ざめていく。周囲も息を飲み、誰もが次の言葉を待つように固まっていた。は？滝川の声が裏返る。その反応に周囲がさらにざわめき始めた。先月、パパのお迎えを待ってる時に見たの。おじさんが会社の前で泣きながら何か言ってた。その瞬間、滝川が大声を上げた。何言ってるんだよ。さすが高卒の娘は嘘つきだな。お前が社長ってのも嘘なんだろ？一生懸命に取り繕おうとする滝川。しかし、その態度は逆に彼の動揺を際立たせていた。嘘じゃないもん。蘭の声が店内に力強く響いた。その小さな体からは想像もつかないほど、はっきりとした口調だった。絶対におじさんだったよ。だって、蘭ちゃんと見たもん。蘭は真剣な表情で滝川を見つめる。少し涙ぐみながらも、決してひるむことなく、まっすぐな目で言葉を続けた。パパの会社の前で、おじさんが立ってたの。スーツ着て、うつむいて、すごく落ち込んでるみたいだった。何かブツブツ言いながら、顔を手で覆って泣いてた。店内の空気が一瞬で張り詰める。滝川の顔が引きつるのが分かった。何を言ってるんだよ。見間違いだろ。お前の父親が社長っていうのもデタラメだろうが。滝川はあからさまに取り乱した様子で声を荒げる。すると、赤平さんが前へ踏み出し、静かだがはっきりした口調で告げた。滝川くん、落ち着いて。彼が桜建設の社長だっていうのは本当よ。私たちの会社もお世話になっているから、私が保証するわ。彼女はみんなの前ではっきりと告げた。赤平さん。まゆこちゃん、突然どうしたの？同級生たちが戸惑う中、赤平さんは物おじせずに言う。私の勤めている建設設計事務所は、桜建設と緊密な取引関係があるの。でもそれは表面的な話に過ぎないわ。赤平さんは一度深く息を吸い続けた。3年前、私たちの会社は倒産寸前だった。先代の社長が経営に失敗して、その時の借金が重荷になったの。どの銀行からも融資を断られ、従業員の給料も滞りがちで、誰もが諦めかけていた時期に、千歳くんが現れたの。最初は取引先の社長として、形式的な挨拶に来ただけだったのに、赤平さんの瞳に懐かしむような色が浮かぶ。帳簿を見せてほしいって言うから、恥ずかしかったけど見せたの。そしたら、徹夜で財務内容を分析してくれて、
翌日、具体的な再建案を持ってきてくれたわ。無駄な経費の削減方法、効率的な人員配置、新規事業の提案、それに銀行との交渉方法まで。赤平さんの声が次第に熱を帯びていく。普通、倒産しそうな会社なんて取引を切るのが当たり前でしょ。でも、千歳くんは違った。この業界にはあなたたちのような情熱を持った会社が必要なんですって。それだけじゃないの。自ら銀行との交渉の場に立ち会ってくれて、私たちの可能性を説明してくれた。桜建設の信用力を担保に使って、新規融資までしてくれたわ。その後も、週に一度は必ず来てくれて、社員の相談に乗ってくれた。技術的なアドバイスだけじゃなく、時には人生相談まで。特に経営面では、私たちの未熟な部分を根気強く指導してくれたわ。おかげで、うちの業績は劇的に改善した。過去最高だった時期と比べても、10倍以上になったのよ。その言葉に周囲からどよめきが起こる。俺は少し照れくさく感じていた。同時に赤平さんがこうしてみんなの前で俺を評価してくれることが嬉しかった。そんなこと。しかし、滝川はまだ信じようとしない。いや、信じたくないのだろう。信じられない？赤平さんが悲しそうな目で滝川を見つめる。でも、これが真実よ。高卒だとか、バツイチだとか、そんな表面的なことで人を判断する前に、その人の本質を見る目を持たなきゃ。それを、私は千歳くんから学んだわ。一生懸命俺のことを話してくれる赤平さんを見て、蘭が俺の袖を引っ張った。そうだ！証拠があるもん。パパ、名刺。蘭が俺のスーツの内ポケットを指さす。娘の一生懸命な提案に思わず微笑んでしまう。はいはい。俺はポケットから名刺を取り出した。シンプルながら重厚な紙質の名刺には確かに桜建設株式会社代表取締役社長千歳慎吾の文字が刻まれている。さすがにこれで真実だと分かってくれるだろう。滝川に手渡すと周囲の同級生たちが集まって名刺を覗き込む。おー、すげえ。本当じゃん。まさか千歳が。驚きの声が次々と上がる中、一人の同級生が不思議そうな表情を浮かべた。でも待てよ。滝川も桜建設に入社したって言ってたよな。なんで社長が千歳だって知らないんだ？その鋭い指摘に場の空気が一変する。全員の視線が一斉に滝川に向けられた。滝川の顔がみるみる青ざめていく。それは。っていうかさっき千歳の娘さん、滝川が会社の前で泣いてたとか言ってなかったっけ？何？どういうこと？滝川の声が震えている。俺は深いため息をつきながら静かに口を開いた。滝川が面接に来たことは知っていたよ。人事部から社長と同じ高校卒の方が来ましたって連絡があってね。わざわざ報告してくれたんだ。そうか。じゃあ俺合格だよな。滝川の声が震えている。その目にはわずかな期待が浮かんでいた。それは、滝川、結果はその場で知らせてもらっただろう。そう、不採用だと、すでに言われているはずなのだ。それを分かっているはずの滝川は、口元を引きつらせて言う。いや、何かの間違いだよな。だって俺は、朝日商事で営業部門のトップだったんだぜ。そのことも面接官に伝えてある。俺が落ちるなんて、あるわけないじゃん。確かに、滝川の言う朝日商事は、大手企業だ。しかし、そのことなんだが、滝川の会社は今、業績が悪化して、大幅なリストラをしているよな。そのリストラの影響で、君がうちに来たんだって人事部から聞いているんだけど、俺は慎重に言葉を選んだ。相手の自尊心を傷つけないように、でも、真実は伝えなければならない。リストラされた、だなんて、みんなの前で言いたくなかったのに。俺が滝川に事実を確認した瞬間、滝川の後ろから小さな悲鳴が上がった。リストラ？嘘でしょ？稽古だ。彼女の目は驚きと混乱で大きく見開かれていた。滝川の腕をつかみ、大きく揺さぶる。まさき？あなた桜建設にヘッドハンティングされたって言ったじゃない。その非難の声に、滝川は一生懸命に取り繕おうとした。そうだよ。俺はヘッドハンティングされたんだ。そうだよな。滝川は俺に向かって
まるで溺れる者が藁をもつかむような目で訴えかけてきた。その姿に胸が痛んだ。これ以上の嘘は誰も幸せにしないのに。悪いけど、同級生だからといってヘッドハンティングなんてしていないよ。その言葉が重たい沈黙を生んだ。それでも俺は続ける。最後まで言わなければならない。人事部から面接の様子も詳しく聞いた。滝川は、随分と傲慢な態度だったそうだな。どういう意味だよ。まず、履歴書の志望動機欄には、御社の発展のために私の才能を使ってあげてもいいって書いてあった。面接でも同じようなことを言ったらしいな。その言葉に周囲からどよめきが起こる。それってやばくない？マジ？ああ、それに、面接官が具体的にどのような方針で会社に貢献できますかと聞いたら、それは入社してから考えるよ。そんなの今から決めてどうするのって答えたって聞いた。もう、黙れよ。滝川の声は、もはや懇願するような調子に変わっていた。人事部長からの報告書には、前代未聞の傲慢な態度。このような人材は、会社の価値観を根本から損なう危険性がある。って書かれてたよ。滝川の顔が歪んだ。その表情には、怒りと恥辱が混ざっているのが手に取るようにわかる。俺は、彼の目を見つめながら、静かに言葉を続けた。せっかく仕事はできるのに、その傲慢さが、俺の言葉が終わる前に、滝川が叫ぶように遮った。うるさい。そうだよ。俺はリストラされたんだ。ずっと会社に貢献してきたのに。彼の声が夜の街に響く。そんな俺を、お前も見捨てるのかよ。お前って薄情な奴だよな。同級生って言うのによ。社長様のくせに。滝川の取り乱しように、周りにいた同級生たちが後ずさりした。そんな中で、蘭が滝川に向かって言う。パパ、悩んでたよ。蘭の声に、滝川は続きの言葉を飲み込んだ。家でね、どうしようって。おじさんのこと放っておけないって。でも、今度同窓会で会うから、その時に話聞けたら聞いてみるかって言ってた。蘭の無邪気な声が、この重苦しい空気の中で、不思議な清涼感を持って響いた。俺は、思わず娘の頭を優しく撫でた。蘭の言う通りだ。お前ともう少しちゃんと話せたら、考えようって思ったんだけど。どういう意味だよ。朝日商事での実績は本物だった。営業のスキルも申し分ない。ただ、面接での態度は良くなかった。だから、一度俺が直接会って、様子を伺おうと思っていたんだよ。静まり返った空気の中で、俺は滝川をまっすぐ見つめながらそう告げる。滝川の背後に立つ稽古が、驚いたように俺の言葉を聞き返した。ねえ、ちょっと待ってよ。それってどういうこと？じゃあ、あなた今、無職ってこと？その声は震えていた。その震えは、怒りなのか悲しみなのか。おそらく、そのすべてが混ざり合っているのだろう。無理もない。どうして言ってくれなかったの？稽古の声が次第に大きくなる。滝川は、稽古から目をそらした。言えるわけないだろ。言ったら婚約破棄するだろ。違うのかよ。その瞬間、稽古の表情が一変する。怒りと悲しみが入り混じった表情から、完全な憤怒へと変化した。当たり前じゃない。無職と結婚するわけないでしょ。ありえない。この詐欺師。涙が頬を伝う。しかし、それは悲しみの涙ではなく、純粋な怒りの涙だった。私の人生を台無しにする気？こんなことなら。稽古は俺の方を向いて叫ぶ。慎吾をキープしておくんだったわ。その言葉を聞いた瞬間、俺の心が痛んだ。稽古は恋人という存在を、人間を何だと思っているんだろう。はぁ？滝川の声がさらに荒々しくなる。なんだそれ。お前がそう言うなら俺だって本当は、まゆこが良かったんだよ。滝川は赤平さんの方を向いた。突然名前を出された赤平さんは目を見開く。何？稽古の声が震える。そうだよ。お前なんかより、まゆこの方が何倍も魅力的じゃないか。じゃあ私は代理だったってこと？稽古の叫び声がさらに大きくなる。違う。いや、でも、滝川の言葉が続かない。最低よ。私の気持ちをあなた何だと思ってるの？お前こそ、俺のことを何だと思ってるんだよ。
無職だから結婚できない？人を見る目そんなところかよ。じゃあなんで隠してたのよ。自分で分かってたでしょ？こんなの詐欺じゃない？二人の同性が交錯する。その時、二次会を開いていた店の店員が出てきた。お客様、お静かに。その声を振り払うように、滝川は赤平さんに詰め寄った。マユコ知ってるぜ。お前、高校の時俺のこと好きだったよな。何の話？赤平さんが困惑している。その様子を見た滝川は、自分に都合のいい反応だと勘違いしたのか、さらに強引に話を進めようと一歩近づいた。今から俺と、やめて。赤平さんの声が滝川の言葉を遮った。その声には、これまでの彼女からは想像できないような強い感情が込められていた。やめてよ。私はずっと千歳くんに片思いしてきたんだから、適当な嘘つかないで。今度は俺がその場に立ち尽くす番だった。赤平さんが俺に片思いだって。はぁ？お前が千歳に？何の冗談だよ。冗談じゃないわ。高校2年の時だったわ。私が美術室で作品を作ってた時、足場が悪くて派手に転んだの。そしたら画材が散らばって、せっかく完成しかけてた作品までダメになって。赤平さんの言葉に当時のことをぼんやり思い出した。その時、千歳くんが通りかかってくれて、私の怪我の具合を確認してから、散らばった画材を全部集めてくれたわ。それから、一緒に作り直そうって、放課後ずっと付き合ってくれて。確かにそんな出来事があった。でもまさかそれが。その時から、その優しさに、私、赤平さんの声が途切れる。頬が赤く染まっていく。それから、仕事で再会して、浮かれてたわ。彼は、結婚してたけど、それでもずっと。赤平さんは突然、自分の言葉の重みに気づいたかのように口を押さえた。俺を振り返って、顔を真っ赤にする。ごめんなさい。こんなこと言うつもりじゃ。そう叫ぶと、走り去ってしまった。待って。俺は一瞬ほうけていたが、とっさに赤平さんを追いかけていた。周囲の視線など気にしている場合ではない。今この瞬間を逃せば、何かが永遠に失われてしまう。そんな焦燥感が、俺の背中を押していた。パパ、頑張れ。後ろからランの声が響く。その声に力をもらいながら、俺は夜の街を走り続けた。ラン様、社長はもしかして。運転手の言葉に、ランが得意げに答える声が遠くに聞こえた。パパね、推しがいまいち足りないからね。そんなませた会話も、もう耳に入らない。赤平さんの姿を追って、俺は一生懸命に走り続けた。やがて前方に小さな公園が見えてきた。そこのベンチに一人の影が座り込んでいる。間違いない。彼女だ。赤平さん。息を切らしながらゆっくりと近づく。赤平さんは顔を上げない。両手で顔を覆ったまま小刻みに震えている。千歳くん、さっき言ったこと忘れて、お願い。その声には懇願するような切実さがあった。でも、俺には彼女の気持ちをなかったことにする気はなかった。俺の話を聞いてほしいんだけど、深く息を吸って、ゆっくりと言葉を紡ぎ始めた。実は、高校の時、赤平さんのことが好きだった。その言葉に、赤平さんが勢いよく顔を上げた。でも、稽古から聞いたんだ。赤平さんは滝川のことが好きなんだって。その目には、驚きと戸惑いが浮かんでいた。そんな、私は。だから俺は諦めたんだ。夜風が二人の間を通り過ぎる。沈黙が流れる。違うわ。私は千歳くんのことを。もしかして、稽古は千歳くんのことが好きだったから、あなたに嘘をついたの？そうかもしれない。でも、奥さんは？奥さんがいるのよね。でも、今は独身だっけ？その質問に、俺は少し目を伏せた。元妻とは、出張先のシンガポールで知り合ったんだ。シンガポールでのプロジェクトは想像以上に厳しくて、言葉の壁も高かったし、何度も挫折しそうになった。そんな時、彼女と出会った。当時を思い出しながら、ゆっくりと伝える。彼女は日系企業の現地スタッフで、プロジェクトの通訳として関わってくれた。仕事の相談に乗ってくれたり、現地の文化を教えてくれたり、公私ともに俺の支えになってくれた。一緒にいて楽しかった。だから結婚した。その言葉に
赤平さんが小さく息を飲む。でも、帰国が決まった時、彼女は、私にはシンガポールでやりたいことがあるって、俺は日本で、彼女はシンガポールで、それぞれの夢を追うことにした。幸せだった日々を振り返りながら、俺は続ける。今でも、彼女とはいい関係を保っているんだよ。ランのことも大切にしてくれてる。ただ、お互いの夢を追う中で、少しずつ価値観のズレが見えてきた。彼女は仕事第一。俺は、家族と共に過ごす時間を大切にしたかった。夫婦という関係は、俺たちには合わなかったんだ。そう、これが決定的な違いだった。だから、別々の道を進むことを選んだ。後悔はしていない。むしろ、その選択のおかげで、今の俺がいる。ランも、定期的に彼女と電話していて、寂しい思いをさせてしまっているとは思うが、その分、俺が一緒にいてやれるようにしているんだ。そうだったのね。赤平さんの声が夜の闇に溶け込むように柔らかく響く。それで、実は再会した時から俺、赤平さんのことずっと気になってた。俺は率直に気持ちを伝えることにした。もう誤解や遠回りは必要ない。設計の打ち合わせで初めて会った時、驚いたよ。昔と変わらない真剣な眼差しで図面を見つめる姿に高校時代のことを思い出した。昔の気持ちがぶり返しただけかと思ったんだけど、そうじゃなくて、今の大人の赤平さんをもう一度好きになったんだ。その言葉に赤平さんの方がさらに赤くなる。私も、その時から意識してた。というか、高校の頃からずっと好きだったから。でも、シングルファーザーだって聞いて遠慮してた。子育てで大変なのに、私なんかが。彼女の言葉に胸が締め付けられる。そうか。そんな風に考えていたのか。ランのことは心配しなくていい。俺は自信を持っていった。ラン、赤平さんのこと気に入ってるんだ。まゆこお姉さんみたいな人がお母さんだったらいいのにって。その言葉に赤平さんの目が驚きで見開かれる。ランちゃんがそんな風に。ああ、この前の設計打ち合わせの時、赤平さんがランにお菓子をくれただろ。あの時からすっかり懐いてる。というか、俺の気持ちに気づいているから、背中を押そうと躍起になっているくらいなんだ。でも、私子育ての経験なんて。経験なんて関係ない。大切なのは気持ちだよ。ランと俺と、家族を大切に思ってくれる気持ち。君は器用だから、気持ちがあればどうとでもなるさ。あんまり無責任なことは言えないけれど、俺は彼女の目をまっすぐ見つめながら言った。だから、もしまだ俺にチャンスがあるなら、結婚を前提に付き合ってほしいんだ。いずれは、ランの家族になってくれたら、って思ってる。その言葉に、赤平さんが立ち上がり、勢いよく俺に抱きついた。彼女の返事は、迷いのない強い声だった。その瞬間、遠くから小さな歓声が聞こえた。振り向くと、公園の入り口に黒いベンツが止まっていて、そこからランが手を振っている。パパ、やったね。ランの無邪気な声に、二人は思わず笑みがこぼれる。見られてたのか。照れくさそうに頭をかく俺に、赤平さんが優しく微笑んだ。パパ、まゆこお姉さん、おめでとう。ランちゃん、ありがとう。よし、帰ろう。二人とも冷えちゃうよ。ランに促され、俺は彼女の手を取って、ベンツの方へ歩き始める。その手は少し冷たかったけど、確かなぬくもりを感じた。あれから3ヶ月が経った。赤平さんを、今ではまゆこさんと呼んでいる。彼女との関係は順調に進んでいた。パパ、デートの時は絶対にお花を持っていくんだよ。休日の朝、ランが真剣な表情で俺にアドバイスをする。最近では、娘が恋愛のアドバイザーを買って出るようになっていた。そうなの？そうだよ。まゆこお姉さん、お花好きでしょ？それに、パパがお花持ってくると、すっごく嬉しそうな顔するの。ランの観察眼の鋭さに思わず笑みがこぼれる。確かに、まゆこさんは花が好きだ。二人で出かけるとき、花屋の前で足を止めることが多い。わかった。今日のデートお花買っていくよ。それと、まゆこお姉さんの手、いつも冷たいでしょ？だから、パパが手をつないであげてね。おいおい、そこまで細かく教えてくれなくても。照れ隠しに頭を撫でると、ランは得意げな表情を浮かべる。だって、まゆこお姉さんに
早く家族になってほしいもん。その言葉に胸が熱くなる。蘭とまゆこさんの関係がこんなにも自然に育っていることが嬉しかった。よーし。じゃあパパ、今日も頑張ってね。ああ、約束する。出勤準備を終えてオフィスに向かう。今日は午前中だけ仕事をして、午後からまゆこさんとデートの約束だ。本社ビルに到着し、エレベーターを降りると、ロビーで意外な人物と出会った。慎吾。稽古だった。同窓会以来の再会に少し戸惑う。ここで何を。ごめんなさい、突然。でも話があって。稽古の声にはどこか切迫感があった。わかった。じゃあ、応接室で。人目を避けるように応接室に案内する。席に着くと、稽古が深く息を吸った。慎吾、お願いがあるの。その言葉になんとなく話の内容が予想できた。やり直してくれない？案の定という思いとともに静かに首を振る。無理だよ、稽古。今はまゆこさんと結婚を視野に入れて付き合ってるから。違うの。稽古が強い口調で遮る。そうじゃないの。まさきのことよ。予想外の言葉に一瞬言葉を失う。まさき頑張ってるの。あの日以来、毎日一生懸命に給食活動してる。今は小さな建設会社で現場監督の見習いとして働いてるの。その言葉に少し驚く。滝川が現場作業を。肉体労働だけはしたくないと学生時代から口にしていたあの滝川が。あのまさきが毎日工事現場で汗を流してる。手も擦り傷だらけ。でも一言も文句を言わないの。確かにまだビッグマウスなところはあるわ。それが彼の悪いところ。でも本当に変わろうとしてるの。俺は黙って稽古の言葉を聞いていた。だからもう一度だけチャンスをください。理不尽なお願いだってわかってる。でも、稽古の声が途切れる。しばらくの沈黙の後、俺はゆっくりと口を開いた。いいよ。え？稽古が驚いた表情を浮かべる。君に免じて、一度だけチャンスをあげる。本当？君は昔から人のいいところを見つけるのがうまかった。高校時代を思い出しながら言葉を続ける。弱い立場の人を助けたり、誰かが困ってると真っ先に手を差し伸べたり。そういう優しさは今も変わってないんだね。稽古の目から涙がこぼれ落ちる。まさきの今の姿を信じて、こうして頼みに来てくれた。その気持ちは伝わった。ポケットからスマートフォンを取り出し、メールを送る。人事部に改めて面接の機会を設けるように指示を出した。本当に？ただし、俺は真剣な表情で稽古の目を見つめた。これが最後のチャンスだからね。もし今回も同じような態度を取るようなら、もう二度とチャンスはない。ありがとう。本当にありがとう。稽古が深々と頭を下げる。まさきには私からちゃんと言い聞かせるわ。絶対にこのチャンスを無駄にしないように。1週間後、本社の会議室。人事部長の隣に俺が座り、そして向かいには滝川が座っている。滝川の姿は同窓会の時とは明らかに違っていた。高価そうなスーツではなく、パリッとしたスーツ。手には作業でついたと思われる傷跡が残っている。では、改めて面接を始めさせていただきます。人事部長の声が静かな会議室に響く。彼は机の上の書類に目を通しながらゆっくりと話し始めた。滝川さん、前回の面接でのあなたの態度についてどう思われますか？その質問に滝川は深く頭を下げた。その説は誠に申し訳ありませんでした。前回は傲慢な態度をとってしまって、自分の実績を自慢するばかりでした。ええ、あなたの前回の態度は社会人として、人として目に余るものでした。正直に申し上げますが、社長の推薦がなければこの場も設けていませんよ。その言葉に滝川の肩が震える。はい、本当にありがとうございます。あの時はリストラされてかなり焦っていました。結婚を控えていてどうにかしなければという一心で。滝川の告白に人事部長の表情は柔らかくならない。滝川さん、あなた朝日商事でのことを覚えていますか？え？リストラ直前の営業成績です。半年で営業1位から最下位に転落していますよね。その指摘に滝川の顔が青ざめる。これは
成績が悪くなったから切られた。そう理解していいんですか？追い詰めるような質問。滝川は言葉を失いうつむくばかり。そんな方に弊社の業務は任せられません。結果は前回と同じです。その時、会議室の内線電話が鳴った。俺は電話に出て相手を確認するとうなずく。入ってきてください。それから1分して扉が開き、一人の社員が入ってきた。その姿を見た瞬間、滝川が息を飲む。田中。お久しぶりです、滝川さん。田中と名乗った男性は、滝川に向かって深々と頭を下げた。彼は、うちの営業部である。俺、今、桜建設で働かせていただいてます。え？実は、滝川さんの件を耳にして、どうしても、お話ししなければと思いまして。田中くんは、真剣な表情で続ける。滝川さんが営業最下位になった理由、知ってるんです。人事部長は首をひねった。どういう意味だい？俺、朝日商事で滝川さんの後輩でした。当時、新人だった自分は、営業の数字が全然取れなくて、田中くんの声が少し震える。会社からは、このままじゃ左遷だって言われて、でもその時、滝川さんが助けてくれたんです。滝川さんは、自分の案件を私に回してくれました。新人だからって、切られそうな人にも大きな案件を譲ってました。その告白に人事部長が目を見開く。確か、その時期に大量のリストラがありました。特に若手が狙われていました。でも、滝川さんのおかげで、多くの後輩が数字を残せた。結果、リストラを免れることができたんです。ですが、その代わりに、滝川さんの成績が、田中くんの声には感謝の気持ちが溢れていた。滝川さんは、自分の評価を落としてまで後輩たちを守ってくれた。そのことを誰も知らなかっただけなんです。今、滝川さんがピンチだって聞いて、いても立ってもいられなくて、俺も助けてもらった一人だから。そう。彼は前の会社で滝川に世話になったと俺に訴えてきた。滝川の面接の噂は社内で広まっており、偶然耳にしたのだという。あの人がリストラされたのは俺のせいなんです、と社長室に乗り込んできたので、何事かと思って話を聞くと、驚きの事実を聞かされたというわけだ。田中くんの告白を聞いた俺は滝川に尋ねた。滝川、なぜ彼や他の社員を助けたんだ？その問いに滝川は目を伏せた。俺、高校の時父親を亡くしたんだ。父は町工場で働いてた。でも会社の業績が悪化して、社員たちは次々と退職に追い込まれていった。父は若手社員を守るために自分から退職を申し出た。それから不況の影響と年齢もあって正社員雇用はされなかった。だからいろいろな派遣の仕事を掛け持ちして過労で倒れた。滝川の声が途切れる。握りしめた拳が小刻みに震えていた。最後に父が言ったんだ。まさき人の上に立つ者になったら必ず部下を守れよって。だから俺は田中たちを見捨てられなかった。そうか。確かに俺は傲慢だった。でも、あの時だけは、父の言葉を守れた。だから、営業成績が下がっても、リストラされても、後悔はしていない。その告白を聞いた人事部長は、厳しい表情を崩さない。話になりませんね。その言葉に、滝川の肩が落ちる。諦めの色がその表情に浮かぶ。しかし、俺は首を横に振った。採用しよう。え？滝川の目が見開かれる。人事部長も驚いた表情を浮かべている。社長、正気ですか？いくらあなたの人柄がいいからといって、同級生を。同級生だからじゃない。滝川には人を思いやる心がある。それは高校時代から変わっていない。むしろ社会人になってさらに磨かれている。俺は滝川の目をまっすぐ見つめながら続けた。ただし、一つ条件がある。傲慢な態度は直してくれ。どんな状況になってもだ。君の本質は優しさなのに、その態度のせいで損をしている。直せるか？ああ、いや、はい。滝川は声を震わせながら答えた。そして突然、田中の方を向いた。田中、ありがとう。その言葉とともに、滝川の方を涙が伝う。俺のことをこんな風に思ってくれて、本当にありがとう。何言ってるんですか。もともとは滝川さんのおかげなんですよ。その様子を見ていた人事部長に、俺は静かに語りかけた。
君が冷静に判断できることは素晴らしい。でも、その判断の先にある人を見る目も必要だよ。時には数字や態度の向こう側にある本質を見抜く力も必要だと、俺は思うんだ。その言葉に人事部長は深く考え込むような表情を見せた。そして、ゆっくりとうなずく。社長の言う通りですね。私ももう少し視野を広げなければ。ありがとう。それじゃあ滝川、来週から研修を始めましょう。まずは現場での経験を活かして、施工管理部門からのスタートだね。はい、ありがとうございます。滝川が深々と頭を下げた。面接が終わり、滝川が去った後、人事部長が俺に尋ねた。本当によろしいのですか？あ、彼には必ず期待に応えてくれる何かがある。それに、人は誰でもチャンスをつかむ資格がある。そのチャンスを活かせるかどうかは、その人次第だけどね。その日の夜、まゆこさんとデートに向かった。花束を持って待ち合わせ場所に向かう。もう恒例の土産になっていた。慎吾さん、お花ありがとう。まゆこさんが嬉しそうに花束を受け取る。その笑顔を見るたび、改めて蘭の観察眼の鋭さに感心する。俺が今日の出来事を話すと、まゆこさんは、そう、と安堵のため息をついた。滝川くん、桜建設で働くことになったのね。実は、稽古から聞いてたんだ。滝川が成績を落としてリストラされた理由が、他人のためだったって。そっか。稽古も、あれから色々調べてたみたいだったの。滝川くんがリストラされただなんて、信じられなかったのね。そして、あの子の勘は半分当たっていたんだ。ああ、後輩たちを守るために、自分の案件を譲っていたなんてな。まゆこさんは静かにうなずいた。私、あなたの判断は正しいと思う。人は見た目や、その時の態度だけじゃ判断できない。その人の本質を見抜く目が必要なのよね。私も見習わなくちゃ。その言葉に、俺は思わず手を伸ばし、まゆこさんの手を握った。少し冷たい手に、自然とぬくもりが伝わる。滝川、うまくいくといいな。私たちもね。うん、そうだね。まゆこさんの言葉に胸が熱くなる。二人で歩く夜の街。季節は冬に近づいていたが、心は暖かかった。それから半年が経った。滝川は予想以上の活躍を見せていた。施工管理部門では、現場での経験を生かし、作業員たちとの信頼関係を築いていった。以前のような高圧的な態度は影を潜め、代わりに穏やかな笑顔で現場を取り仕切るようになっていた。滝川さんは俺たちの気持ちが分かってくれるんです。ある作業員がそう語っていた。確かに彼は現場の小さな変化も見逃さない。作業員の体調管理にも気を配り、無理な作業スケジュールは立てない。そんな彼の姿勢は次第に数字となって現れ始めた。問題発生率の低下、後期の遵守率の向上、何より現場の雰囲気が明るくなった。千歳社長。ある日、人事部長が報告に来た。滝川くんの評価なのですが、予想以上です。特に現場の士気向上に大きく貢献しています。その言葉に、俺は満足げにうなずいた。それと、滝川は仕事だけでなく、プライベートも順調のようだ。滝川と恵子の結婚式が来月に控えているのだ。一時期破局しかけた二人は、紆余曲折を経て、より強い絆で結ばれようとしていた。同級生たちの前で醜く言い争っていたのが嘘のようだ。二人とも根っこの部分では人を思いやれる人間なんだな。人は誰でも過ちを犯す。でも、その過ちに気づき、真摯に向き合えば、必ず道は開ける。滝川は、そのいい例だった。彼の変化は、会社全体にもいい影響を与えていた。人事部でも、これまでの形式的な評価基準を見直す動きが出てきた。数字だけでなく、人間性や成長の可能性にも目を向けるようになったのだ。人を評価するとき、表面的な部分だけを見てはいけない。その人の持つ可能性、隠れた優しさ、変わろうとする意志、それらを見抜く目を持つことが経営者として、そして一人の人間として大切なのだと。休日の午後、俺はまゆこさんと蘭を連れて近所の公園に来ていた。いつもの週末の過ごし方だ。パパ、ブランコをして。蘭の声に俺は微笑みながら立ち上がる。蘭の正面にはまゆこさんが微笑みながら俺たちを見ていた。俺たちの左手薬指にはお揃いの指輪が光っている。次は、まゆこママが押して。はーい、任せて。
夕暮れの公園で、ランとマユコさんの笑顔を見守りながら、俺たちは確かな幸せを感じていた。これが、俺たち家族の形なのだと。人生は、時として思いがけない展開を見せる。でも、その一つ一つが必然なのかもしれない。すべては、より良い未来へと続く道しるべなのだから。公園に沈む夕日が、三人の影を優しく染めていく。これから始まる新しい日々に、静かな期待が膨らんでいった。